しゃ。しゃ。うわい。たまにはね、死んだ人にもね、フォーカスしないで、愛された人にね、フォーカスを当てないと。ということで、あいさん、神々始まるざますよってことで。まいそのさん。金山さんいらっしゃいということで、駅足賞。ということで、前回死体が出たぜ100歩いのところなんだけれども、これ今何するとこだっけ？この人と手を組むことになったんだよね。一人でやりたいんだけど、私は。一人でやりたいところなんだけど、この人となんか手組むことになったので、この人と手組んでいくことになったんですけれども、さっさと操作素人のことで始めていきましょうか。これが一番気になってるんだよ、私は。ダンベルが転がってる。しかも結婚が付着してるぞ。ドンキによる頭部へのオーダー。That's right. それ以外には考えられんだろ。ほんとかな？だいぶ疑わしいんだけど、これが。ともさんいらっしゃい、遊びに来ていらっしゃい。続きをやっておりますわよ。カーペットには生々しい血痕がある。きっと殺人が起きた時に飛んだんだ。おい。レッツトガミと証拠集め。トガミ何もしてないけどな、今。Very 見 strange. れば見るほど奇妙な死体だ。これがジェノサイダーショーのやり方か。What? まだジェノサイダーショーの犯行が決まったわけじゃない。そう言いたいのか。こいつ意外と向こう水っつうか。そいつはどうだろうな。何なんだあいつはよ。チビドロフィーバー。チビドロフィーバー。あと話しかけていくかと。ここにいる人たちに。一の日の死体をじっくりと調べ回っている。しかも死体をベタベタと触って。妙な女だね。平気な顔して死体に触れるとは。かなり集中してるみたいです。僕らの会話も耳に入っていないみたいでした。本当ってなる。王がまさか我も利用するこの女子更衣室で藤月が殺されたとはな。そういうのはどうして更衣室なんかで殺されたのかな。殺された後に運ばれてきたって可能性もあるかもしれないけど、確かにあいつの体重は軽い。殺された後で運ばれたとしても不思議ではないが、俺はあいつは自らの足でこの場所に来たのだと思う。どうしてそう思うの？あいつはここ最近体を鍛えたいとよく口にしていた。藤崎さんがここに来るあれがあんのか。でも午前2時頃、そっか。そんな時間にトレーニング。昼前、我らは朝日奈がここにいることが多い。それを避けたんだろう。避けた。我らは朝日奈が何度誘っても一緒にトレーニングをしようとしなかった。我らと一緒になるのを避けていたとしか思えん。それ深夜に一人こっそりトレーニングをしようと。されど、一人でというのも考えにくいのと。さっきはトレーニングを始めたがっていたが、自分一人ではできないと口にしていた。誰かに手伝ってもらいたいと。つまり藤崎さんは深夜にこっそりトレーニングするためにこいつを訪れた。しかも一人じゃなく誰かと。その可能性もあるのかもしれん。オーガの証言を手帳に記録しました。このポスターにも返り血が来てるけどね。精神的にきつい。私はウッキウキだよ。ここで殴ってここに飛ぶ。ありえなくないか。あいつは自分の弱さにでっけえコンプレックスがあるみたいだった。おめえも聞いただろ。あいつがもっと強くならなきゃって言ってんの。確かにそう言ってたよ。あいつ体を鍛えて強くなろうとしてたんだ。それでここに。でもさ、そもそも強くなる必要なんてあったのかな。大田くんも言ってたけど、女の子なんだからよく当たり前なんだし。さあな、そこまではよくわかんねえよ。コンプレックスの原因。大田の証言。さてと、そろそろ移動だ。もう What? ここにいるだけでは手がかりは増えん。様々な角度から事件を調べる必要がある。それはそうだけど、 Let's go. 納得したらさっさと移動だ。随分強引だな。偉いやつに捕まったんだもん。おがみ、待って、プール側調べたいんだけど、先に。次はここだ。この方でも事件に関係してるの？ちょっと考えろ、それでなければ面白くないだろ。なんでこいつこんなに偉そうなんだよ、こっちから。あれしといてよ。カメラ見れたらいいんだけどね。まあ、それだとつまんねえか。男子更衣室は、うるせえな。一通り調べてんだろうがよ。お前が調べろっつうから。
めんどくせえやつに捕まったな。御曹司様だから、御曹司様めんどくせえんだけど。自分で調べるよな、自分で調べるよ、マジで。このカードリーダーで電子生徒データに対応してるんだったよね。What? 気になることでもあるのか。なら元々に直接聞いてみるがいい。と言われやいなや、ともみくんはパンパンと手を鳴らし、Did you call for me? なんで主従関係にあるんだ、お前らよ。飼いならされてる。That's right. 何からお前に質問がらしいぞ。You need something? はい、何？ここのカードリーダーについて聞きたいんだけど、Yep. このカードリーダーはお前らにお配りしている電子生徒手帳に対応しています。電子生徒手帳の性別に対応した更衣室にしか入れないから注意してね。ロック解除してる隙に2人同時で入るのも不可能なんだったな。そんなエロティックテロリストがいたら、天井のガトリングガンで蜂の巣地獄ですわ。他人に貸すのも高速で禁止。Of course! That's right. 女子なら女子更衣室、男子なら男子更衣室にしか入れないってことか。待って、今の条件がわかんない。女子が開けた瞬間に2人で入るのが NG なのか、別性別の人間が入るのが NG なのかがちょっと今わかんなかった。捨ててみると。お前はこう考えているんだろう。三崎千尋の死体が女子更衣室で見つかった以上、犯人は女子更衣室に入ったはず。 So in other だから words, 犯人は女子の誰かなんじゃないかと。 such 全く甘い ignorance. な。違うの？もう一度校則を確認してみるんだ。追加されたルールにはこうあったはずだ。他人への貸与禁止。仮？はい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 。じゃあ合ってんのか。この高速の抜け道にお前のことがあえて抜け道を用意したんだろう。謎解きが少しでも面白くなるようにと。ひゃー、この程度の朝飯前のお通し扱い、さすがですね。さらに今、死に口なしとあるように、死人とは人ではなく物なんですよ、もはや。Yep, understand? 抜け道って言うけどさ、他人から借りるってことは、つまり誰か貸すってことで、そうなると、眠いやつだよ、君は。戸上くん狙ってもっとシャキッとしなさい。そんなお前は放置プレイの経理処す。もう質問は受け付けないよ、自分で考えなさい。That's 仕 fine. 方がない。出来の悪い野望のために物亀に変わっちゃう俺が教えてやろう。だけど玄関ホールだ。そこに行けばわかる。玄関ホール？ない、面白いとこ。あくまでも貸すのが禁止。そういうことだよね。じゃあパクりゃいいって話だね。自分で考えろってことか。モニター10。違う。見つけたようだな。でもこの間たまたま見つけたんだが、どうやら死んだ人間。へえ、そうなの？おー、マジか。そうなんだ。じゃあ誰でも入れるじゃん。はい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 。じゃあ強奪よりもはるかに簡単な手順があるわけね。知ってたらの話だよな、でも。Very strange. 電子セグリットの一つだけが起動しなくなっている。江ノ島。I see. そしたら無理ないのかもな。高級であれだけめった打ちにされてはな。それで壊れるもん？確かにあれだけやられたら壊れてもおかしくないよね。こらその伝生と手帳はな、この学園生活において必要不可欠なアイテムなんだ。だからそんな簡単に壊れたりしないの。でも実際に壊れないったら壊れないの。
だって10トンの衝撃にも耐えられるし、水深100メートルでもへっちゃらなんだよ。高級なんていくらぶつけたところで壊れたりするわけないじゃん。あ、でも、そんな電子生徒手帳にも唯一の弱点があるんですけどね。I can't 最 hear 初ね、 you. それを教えちゃって壊されたら困るし。 What? いや、桑田は知らず知らずのうちにその弱点をついて壊してしまったのか。さあ、どうでしょう。僕はこう思うけどね、彼の電子生徒手帳は壊れてないって。 What? さあ、どうなんでしょう。なんだったんだろうね、今の。壊れてないっていうか、桑田くんの手帳が起動しないのも事実だし。 That's fine. 大した問題ではない。少なくとも今回の事件とは無関係なはずだ。That's right! 誰でも入れたわけなのですね。誰でも入れるね。このギミックを知ってる奴がいるかどうかだよな、あとな。壊れた電子生徒手帳。毎回これで十分だろう。本格的に捜査を進めて奴の正体を突き止めるとするか。全部壊した犯人だね。正確には違うな。正確には違うえ何なんすかお前に話しかけたらいいのか。メタリックレッツウェルカムゴミゴミ正確には違うってどういう意味。突き止めたいのは犯人だがより正確に言うならばジェノサイダーショーの正体だ。そうなんだよな。 Don't make me repeat 俺だ、 myself. 今回の実験の犯人はジェノサイダーショーで間違いない。あの殺人鬼のことだよね。 What? 他にいないだろう。猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す凶悪犯。通り魔的、無差別的、突発的な犯行ばかりゆえ警察はその足取りをつかめていない状態。そんな連続殺人事件の容疑者にネット上で与えられたあだ名がジェノサイダーショー。犠牲者は数千人にも及ぶっていうのはさすがに都市伝説だろうけど、だけど僕たちの中にそんな常軌を逸した殺人鬼いるってこと？その通りだ。でもいくらなんでもそう確信できる根拠もあるとお前にそれを見せてやろう。Don't make me repeat. 確信を持ってこれからお前の場所に連れてく。そこで根拠を見せてや It's ろう。 all clear now. 敵チェロ殺すのはジェノサイダーショーだという根拠をな。あ、そこの二人どちら。あら I don't have time to play with you. あれか、深川が I mean, 緊急事態エマージェンシー。彼助けてお願い。なんだい。全部での手筋を使えるってこと。使えるみたいだね。壊れる条件がなんだろう。I mean, なんだよ、家をとっととよ。 well, 深川ちゃんが大変なの。なんか様子がおかしくなっちゃったの。さっきの時点でも十分おかしかったけど。 Very strange. 深川とか少々気にかかるな。ちょっと様子を見に行ってやるか。いいの。 Don't make me 何度も言わ repeat. せるな。 yeah. 急いでついてきて、ほら早く早く。 Let's go. 深川の個室。遅いよ、二人とも。朝比奈さんが早すぎるんだよ。それでどう大変なんだ。 So, 女子会室の一件の後、深川ちゃんを部屋で休ませてたんだけど、しばらくしてから様子を見ようと声かけたんだけど、そうしたら、なんか様子がおかしくて、はっきりしねえな。なんか変なことばっかり言ってるし、 That's 直 fine. 接声をかけてみるか。Hello。ゆっくり開き。これは開かれたドアの隙間から流れ出してくる負のオーラに僕は思わず息を飲んだ。どういうことやねん。翡翠さん、コンビニ深さまで生きてる。今ここにいるよ。ここにいるよ。 What? 何 Oh, 朝日奈さんが nothing. It's just that Hina was really worried about you, holding yourself up in your room. leave me alone. Yeah, sure thing. But could you open up just for a second? Won't allow it. Huh? I won't let Genocide Jack have control. ジェノサイダーなんつった今。海外版だとジェノサイダーが違うぞ。多分ショーじゃない気がするんだけど、ジェノサイダーショーって言った今。ショージェノサイダーって言い方だった。ずっとあんな調子なの。さっき私がインターホンをした時なんてね。これ回想です。人殺しの殺人鬼なんて思い出してやる。 Um, 意味わかんなくない？
放っておくのも心配だから無理やりドアをこじ開けようとしたんだけど、なんか内側からドアを固定してるみたいでこれ以上開かないんだよね。母さんがそこまで怯えるなんて。トミ君と同じ考えなのか。サイさんは殺したのは連続殺人鬼ジェノサイダーのショーだと思っている。だから母さんはこんなにジェノサイダーのショーに怯えてる。But それにしても心配だな、母ちゃん。彼女を説得できそうな人、左にいる、左にいる、左にいる、いるいるいる、いるいるいる、いるいるいる、ここに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 いる。トミ君から母さんにお願いできないかな。やから出てくるようにってさ。That's fine. まあ、いいだろう。トミが説得してくれんの？意外安いとこもあんじゃん。このままドアの前に立つとその意味はいいとこにがそれだ。what do you want? 小神くん。 It's Byakuya. 約束。安心してこれ以上はもうジェノサイダーの人の好きにはさせないから。ジェノサイダーが正になるのか、なんかそんな感じの言い方じゃなかったさっき。ちゃんと聞き取れなかったんだけど。戸上でもダメだったか。仕方あるまい。では捜査に戻るとしよう。ちょっと待って。今の深さの言葉ってどういう意味？約束がどうとか。 What? 約束知らんな。また妄想癖が出てきただけなんじゃないのか。でも Stop 知 talking. らんと言ったら知らん。深のことは朝比奈に任せておけばいい。分かったよ。じゃあ私はここで見張ってるね。 Let's go. では行くぞ。トミと僕の平時を待たずにさっさと歩き出して戸上くん、戸上くん。僕たちで向かって歩を進めるだけだった。彼の足はある部屋の前でようやく止まった。図書室、ライブラリー。なんすか。本当にこの図書室にあるのジェノサイドの人の犯行を示す根拠ってのか。 Don't make me repeat 何度も言わせる myself. な。ここめんどくさいんだよな、多くて。なんですこれ。ショコ。あ、ここなんだ。 Let's go. ごまかすの下手か。すくか。すごい量の本やファイル、それにこれも格段にすごい So な。 in other そ words, れを耐えるだけの価値がこの場所にあると思うがな。まあいいや、ちょっと。こんな組をカランと見せかけてなんかほこりが。延長コードが入ってた。俺も年してるか。あ、そういうことね。電気スタンド。what? その電気スタンドがどうかしたか。やりたったものを俺が向こうに持って行ったんだ。向こうは薄暗いからな。重宝させてもらってるぞ。箱の中は空だ。スカイブルー。カメラ。オン。誰に見落とすね。前にそっだけ忠告しておいてやろう。様々な事件の生々しい現場写真が数多くファイルされてる。中には常人の精神たれるものもあるので注意しろよ。そこに並んでいるファイルは全て未解決事件の捜査報告書だ。本来なら外部に漏れることのない非公開の警察内部資料。なんでそんなのがあんのこんなところに。 That's enough. そこの資料は危険だぞ。世界を動かす連中の詳細な資料が詰まっている。お前みたいな一般人が触れてはいけない世界の真実だ。まさか議員の資料とかその連中を裏で操る真の支配者層についての資料だ。消されても構わないのなら見てみるといい。面白い名前がずらりと並んでいるからな。冗談だよね。さあどうかな。なんだここやべえな。そのファイルを手にするとはなかなかお目が高いようだな。こいつ何なんだ、さっきから上から目線なの。腹立つな。That's right. ある国の大統領暗殺事件に関する調査報告書。国の拷問所図書館に保管されているものの写し。本来であれば30年後にようやく公開されるものだが、それを見ようというのか。知ったが最後、誰に命を狙われるか分かったもんじゃないぞ。どうぞそろそろこの書庫の素晴らしさが分かっただろう。俺が図書室に興味を抱いた理由、その理由がこの書庫にあるんだ。他には Interesting. 政府の非公開文書や警察内部の資料など、本来は外部に公表されない資料がずらりと揃っている。なかなか壮観だろ。
別に冗談とかじゃなく、 Such お前らの ignorance. 悪い癖はリアリティがないってだけで嘘って決めつける。とてもじゃないけど信じられないっていうか。それに、こんな量誰がどうやってそれたっていうの？ 肝が峰がかりのそれだけの力を持っていたということか、あるいは、俺たちに退屈させないようにという黒幕の心遣いかもしれんな。ダメだ、ついていけない。どうしてまだ信じられないのか。戸上君はどうして信じられるの？普通無理だよ。 What? 普通とはなんだ？普通、平凡、単純、そんなものはこの世のどこにも存在しない。この言葉の意味がわからないから、物事の本質を理解してないってことだぞ。意味が痛い気がする。公文書って読むんだ。公文書って初めて聞いた気がするんだけど。いいやつだか悪いやつだかわからん。すごいなんか、めんどくせえこいつ。オズウェル・スペンサー乗ってそう。この記事をお前の常識で考えればの話だろ。お前程度の常識をこの俺に当てはめるな。何度も見ている。何度も見てるって。極秘資料なんでしょ？それならどうして？俺の家にもこの書庫と同じような読書室が存在する。こんなに狭くて埃っぽい空間ではないがな。我が戸上家の人間は政府関係のあらゆる資料に目を通すことが可能なんだ。しかも国内外問わず。どうしてその So in other words, 世界を裏で操る真の支配者層がいると。我が戸上家もそのメンバーなんだよ。そんな奴がここにいていいのか逆に。どっちかっつったら運営する側じゃないのお前。この俺もいずれは世界を思うままに操る偉大な血筋の人間というわけだ。そんな支配者の務めとしては裏も表も含めた様々な世界を知っておく必要がある。だから俺も暇さえあれば興味のある資料や文書に目を通すようにしていたんだ。だからそう断言できるんだよ。ここに揃ってるものは間違いなく本物だったな。信じる信じないとかもうそういうレベルじゃない。戸上君って本当は黒幕よりもずっと恐ろしいやつなんじゃん。そしてそんな俺が特に興味を持っていたのが警察の未解決事件の捜査報告書でな。子供の頃から趣味でその手の資料をよく見ていたもんだ。子供の頃から趣味でもうこいつもわかんねえな。これがなかなかいい頭の体操になる。俺が資料を見て解決した事件も一つや二つじゃないぞ。そんな中でも特に最近のお気に入りだったのがジェノサイダー小事件。that's right. これがその事件ファイル。目の前に実際のものを信じるのも違うだろうからね。ジェノサイダー小事件に関する報告書がまとめられている。なかなか膨大な量だから要点だけをまとめて簡潔に説明してやろう。ジェノサイダー小事件には2つの特徴がある。1つ目の特徴は現場に必ず血みどろフィーバーの血文字を残すこと。しかも被害者の血を使って。もう1つの特徴は貼り付けにされて殺されている。驚くのはまだ早い。面白いのはここからだぞ。今言った特徴の2つ目、被害者が貼り付けにされているという情報だが、これを知るのは警察内部の上層部の人間だけらしい。この事件はマスコミにも知られていないらしいんだ。つまり血文字の件はニュースやネットの話題で誰もが知っている事実だが、貼り付けの件は警察上層部の人間と犯人しか知り得ない事実。そこで話を藤崎の死体に戻すが、あいつの死体は確かに貼り付けにされていたはずだ。藤崎が殺した犯人はどうして貼り付けのことを知っていたのか。That's right. そういうことだ。それが問題なんだよ。だがその答えは実に簡単だ。 So in other 犯人は words, 模倣犯などではなくジェノサイダー賞本人だからだ。 in other つま words, りこれが根拠だ。俺たちの中にジェノサイダー賞が紛れ込んでいることのな。本当にジェノサイダー賞がそんな凶悪殺人鬼が僕らの中に面白くなってきただろう。このゲームに話題の連続殺人鬼が参加しているそうな。楽しそうだなお前マジで。ナギ、お前もこの資料を見ておいた方がいいんじゃないのか。他にもいろんな手がかりが見つかるはずだぞ。 such ナイト頼んだら ignorance. ミスってやるよ。自分以外の自分が支配するべき俺から人間みたいなタイプの人がデスゲームした人。まあそれもそうか。オタクくんも未解決事件とか白柳キラの記事見るの好きだし、オタクくんかとかみくん。南水瀬さんこんばんは。あなたも忘れんな。千尋藤崎。died。ガチの本物じゃん。やばいね、この人。こいつの情報もやばいな。ジェノサイダー社の事件ファイルはさ、 That's fine. 泣いて頼んではいないようだが、まあいいだろう。めんどくせえな、お前は。持ち出したりしなければな。トップシークレット。Murder Cases of Genocide。ジェノサイダーショーだ、でも。トップシークレット。そんな僕の手が止まったのは、その殺人現場の写真が集められたページだった。何ページかにわたってずらりと並んでいる。ほうほうほう。少なく
くとも分かったのは、これらの改良規制者たちは全て同じ方法で殺されて同じ方法で貼り付けにされているということ。シングルフィーマーの血文字が残されているということ。次のページも見てみろ。そこにも面白いことが書かれてるぞ。ファイリングチェック。平日の深夜もしくは休日の昼間から夜にかけてに発生。頻度が高いのは休日の昼過ぎ。学生であることも推測される。そうかな現場には犯人が長く居座ったような痕跡とともに取り乱しながら現場から逃げた痕跡がある。長く居座ったような痕跡と取り乱しながら現場から逃げた。外的要因もなくこれらの奇妙な行動をした模様。ちょっと待って、ログってどう見んだっけ。これらの尻滅な行動からSo, in other words, 多重人格者。今でもことの方がずっと現実離れしてたんだ。それくらい不思議じゃないのかも。麻痺してんのか。let's go. そろそろ行くとしようか。こっから出るんだよ。もうこの場所に言わない。勝手に歩き出した戸上君を追いかけるようにして僕も年数を後にした。今んとこ乖離性のうんぬんかんぬんの片鱗が見えんのは不可だけど、どうなんだ。お前とはここでお別れだ。俺は学級裁判までやっておくことがあるんだな。そんな急に I don't have time to こう play いう with 迷惑 you. かつ気持ち悪い勘違いをよしてくれ。ずっと一緒とでも思ったのか。あとは自己責任で何とかしろ。自力で捜査を進めるんだな。 Goodbye. じゃあな。誘ってくるのも唐突なら別れるのも唐突。何、蛙化現象かな散々振り回されただけだったような気もするけど、そんな彼のおかげで14時間が手に入れられたのも事実だ。0歳だしょ。それが藤崎さんを殺した犯人。そしてその殺人鬼は僕らの中にいる。ちょっと聞いてみよう。ちょっと端から誰かいるかな。遠回りなツンデレか。とかツンデレって言った方がよかったな。蛙化現象って言っちゃった。ないな。誰も。やっぱ。いや、先にじゃあ。事件サイト。キャッテレレレI feel ま as た if パラメーターが上がったぞよ。そいつはまだ言えねえがな。こいつぶっ殺していいかな。これは確実に犯人の息の根を止める証拠のはずだ。本当かな。セレスのもの何か目撃したと言ってました。お聞き何を教えてくれませんでした。平子いじめですかね。どう思います？それセレスはどこにいるの？宿舎の倉庫。ちょっと待って、じゃあ先に。ちょっと待った。なんでポスター入れ替わってんの？こっちで殺されて、待って。調べること特にねえか。種類がありそうだね。ありそうってか
みたいなセリフ、ちょっと待ったって言っちゃった。ちょっと待って、だよね。待って、苗木、気づけ。苗木が気づいてくんね。お前やりかかってる。あれこれそうだよね。つうか、そっか、こっち側のカニねえのか、思ったけど。キリキリさんなんか見つけた？ Indeed. 大体ね。 However, 私はもう行かないと。捜査以外にもやらなくちゃいけないこともあるし。みんな捜査以外にやらなきゃいけないことあんな。well, あなたが気にすることじゃないわ。あなたは殺人に集中してればいいのってのも、なかなか。so then, 一つだけ教えてあげる。藤崎さんの死体をよく調べ直してみなさい。電子生徒手帳がなくなってる。その行方を突き止めておいた方がいい。goodbye. おー。楽しみ、デスノートね。そうなの？デスノートの L、あの人なんだ。これ同じセリフだね。あるくらい普通か。この主人公なんかな。ロープのようなもので結ばれている。ロープを使って貼り付け状に吊るされている。頭部を殴られて殺された。気づいてくんねえな、ナギ。そうね、気づいてくれた。更衣室に詳しい人に確認してみた方がいい。更衣室に詳しい人。女子更衣室でトレーニングしてるんだよね。Of course. 使われるようになって以来ほぼ毎日来ている。たまに朝日奈に付き合ってもらってな。聞きたいんだけどさ、女子更衣室と男子更衣室のポスターって入れ替わってたりしないかな？ I'm す sorry. まんが記憶にないな。ポスターのチリして見たことがなかった。 However, この更衣室に関して言えば少々気にかかることがある。トレーニング後にプロテインコーヒーを愛飲しているのだが、プロテインなかったんだ。倉庫にな、安物だが我慢するほかあるまい。プロテインコーヒーを作りトレーニング後に飲んでいるんだが、先日それをカーペット。はあ、なるほど。 of course. そうだ、我もさっき気づいたのだが、そのシミが消えてしまっているのだ。おそらく誰かが掃除したのだろうが、それにしてはやけに綺麗だと思わんか。まるで最初からシミなんかなかったようだ。なるほどな。じゃあって感じだな。ちょっと待って、もう一回向こうのあれを調べたら、多分カーペットだけ調べよう。山田詳しそう。でも山田詳しそうかな、確かに。何のシミだじゃねえよ、お前もよ。犯人がシミ抜きを、なんて丁寧な。I お see 前 it. あれ変わんないのね。これもう一回オーガに話しかけてもシミこぼしたの話しかしないのかな。ちょっとセレス探しに行ってみるか。セレスがなんか見つけたらしいから。男子更衣室のシミくらいあるか。ねえよ。わかんないな。あるかもしんないけど、誰かこぼしたかもしんないけどもさ。先図書室行けばよかったな。図書室の方が近かった。まあいいや。そうこ。天才ダショーが犯行現場に長時間居座った理由つながった。シミ抜きをしていた。セレスタソー。こんなところに何してるの？この倉庫はすごいところですよね。いろんな生活必需品で揃っておりますわ。
食料品からジャージやタオル類までよりどりみどりですわね。セレさんは事件に関する手がかりは見つけた？ Most unfortunate. やはりお聞きになるのですね。倉庫の説明でごまかそうとしましたが無駄でしたか？何か知ってるんだね。では特別にあなただけに教えてあげましょう。Actually, 昨晩見かけたのです。この倉庫で藤崎さんの姿を。藤崎さん、 indeed. 夜時間になる直前のことでしたわ。Hmm? こんな時間に What are you doing out this late? Oh, I was just... Are you planning to go exercise, perhaps? What? How did you know? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Oh, you're right. Thanks. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. 彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。まるで隠しているように。そのまま出て行ってしまわれましたわ。 Yes, indeed. てっきりトレーニングに行くのは翌朝だとばかり思っていたのですが、夜時間のルールを無視してその足でトレーニングに向かったようですわね。ルールを無視するからこんなことになったのです。セレスさんが作ったルールだもんな。自業自得ですわね。ちょっとおこか？セレスさんおこか？特別にあなただけだってでーセレスさんも好きだな。こっそりトレーニングするために女子更衣室に行った。だからわざわざ夜時間に。だけど変だな。セレスさんが見たジャージョンバッグも残されたのはそうだよね。犯人が証拠隠滅したってことか。ジャージとバッグを証拠隠滅する必要があるのかな。しかしこの辺特になんもないのか。日常品。特に気になるものはないんだね、じゃあ。あれ忘れてた。ちょっと待って、先に朝日奈。あれ？朝日奈お前深田のところ見てくれてたんじゃなかったの？朝日奈に恋室の話を聞きたいんだけど。つまり焼却炉か。ジャージの行方ここだな。いた。相変わらず一向に出てくる気配もないし、ジェノサイダーがどうとか。だから置いてきちゃった。置いてきたの。問題だらけで頭がいっぱいだからついでにお腹の中も埋めちゃえって。もうこれ食べ終わったらまた戻るから安心して。かんちゃん嫌なやつだけど心配だもんね。ドーナツに決まってるじゃん。決まってるんだ。ドーナツと宇宙を作ったって点だけは神様を認めてるんだよね。そうなんだ。藤崎ちゃんももっとドーナツ食べたかったろうな。無念だろうな。ドーナツは別に。藤崎ちゃんって誰と仲良かったの？ Well... 不思議ちゃんでさ、あんまり女子とは仲良くなかったんだよね。向こうの方から私たちは距離を置いてるみたいでさ。ああ、そうか。誰もいない時間帯にあったんだよね。女子のみんなと距離を置いてるみたいだった。人見知りだったとか。でもその割には気軽に男子に話しかけてたよ。これ学校で嫌われるタイプじゃん。サークルクラッシャーじゃん。同性には人見知りで異性なら OK っておかしくない？あれ？朝日の男の子だったりする実は。まあいいや、先に図書室行こうじゃん。男の娘と書いて男。あ、石丸なんかお前なんかヒント持ってない？何か気づきましたっつったら一部の性癖が崩れることしかちょっと思いつかなかったんだけど。恥ずかしい秘密なら告白し合っておくべきだったのが。こいつ、いいやん。めんどくせえ。
ここのあれ、もう一回調べたらなんかなんねえかな。あ、葉がくれ。レターケースの中なんて見てないべ。とりあえずこの中には。なんで葉がくれ急にレターケースの中身見てないべっつったの。何してるの？さりげないボディタッチ。さすがにそのせいはねえか。待って。で、図書室のケーブルか。藤崎男の子だったらちょっと笑えるんだけど。いろいろ崩れるけど。ここ調べるんじゃないのお前。あ、いいや。藤崎さんが女じゃないなら深はなんか人間ですらないよ。なくなってる。トガミッチ。ちょっと待って、ここもうないね、他は。調べることないよな、今。多分。一旦いいや。調べることがある？はい、すいません。あー、ここか。これを調べるんだったんだね。I'm getting tired of waiting. Shall we just plunge right in? It's the moment you've all been waiting for! The class trial! ちょっと待って、絞り込めてない、私、今回。You remember where to meet, right? Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon! マジでちょっと待って、分かってないまだ。ちょっと待って。学校エリア2階の女子更衣室。まあいいや、ちょっと待って。深夜に、オーガや朝比奈の誘いを断り続けて、一方でトレーニングし続けて、大技の証言、強くなりたいと口にしていた。カードリーダー。玄関ホールの電子生徒手帳。壊れた電子生徒手帳。桑田のちょっと待って、わかんねえ。朝比奈の証言。女子とは距離を置いていた。その割には男子と仲良くされて姿も受けされていた。これはコーヒーこぼしたんだよな。プロテインコーヒー。これも入れ替わってんだよな。藤崎の生徒手帳がなくなっていたあれがなんなんだけど。ちょっと待って、セレスの青いジャージをバッグに詰めていた。その足でトレーニングに整う。待って、ジャージいやーなんかこれでいけるかだって一応セーブしとこう。怖い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 。今のところ前園さんと江ノ島さんがアリバイない確かに。みんな揃いましたかってあれ？一人足りなくない？Yo. 目の不可のやつだな。待って。
覚えてないんか。 Come 冗談だっ on! て忘れてるわけないじゃん。二人とも今回の学級裁判には必要不可欠な存在だしね。 What are you gonna 僕が無理やり do? 引きずって連れてくるからさ、ちょっと待ってて。お母さんが物様に刻まれちゃってきたのはその数分後のことだった。Let's go. その犯人がこの中にいるんだよな。ショートVtuberで積むことはないから大丈夫だ。でもこれ全部集めてから次のステップに行くんだよね、本来。ってことは一応集まったは集まったんだよね、これ。投票制なのに不参加とか許されるわけがないのだ。 It's true. ないのだ。最近野田区長がもう全部ずんだもんに聞こえてくる、マジで。これが減ってくんだな。なんかこういうのでさ、人が減ってくのワクワクしない？一個のイベントスキルでさ、全員が集まっててさ、回を重ねるごとにどんどん人数が少なくなってくのってさ、ちょっとワクワクしない？どう模様替えしたの新鮮じゃない？ワクワクじゃない？ワクワクじゃない？どうもこうもあるからいいから早く始めろ。いいね、やる気だね。嫌いじゃないよ、そういうの。 Well, 始めるからさ。 Grills, 自分の目の Chills, ついてください。Alright。終盤のそれはもう寂しいもんなのだ。あ、ここでセーブできんのか。これで上書きでいいじゃん。スキルセットってどうしたらいいんだ？がね、まあいいや、行きましょう。Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Okay then. So, first off, マジでまだ絞り込めてないから、あれなんだけど。 let's talk about the murder weapon! なんかダンベルじゃない気がすんだよな。Chihiro's fatal injury. It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt. What kind of blunt instrument could it have been? あれ？ Shoot! Chihiro's fatal injury. It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt. What kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. お前かよ。 Interesting. ちょっと待って。 That certainly would make for a powerful weapon. 困ったもんなのだ。 Chihiro's fatal injury. It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt. What kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. No, that's wrong. じゃあダンベル確定な。 Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell found at the scene of the crime? It was covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. それを知りたかったよ。
As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. キリギリさん、それ教えてほしかった、最初に。You looked at her head wound? Yay! That's so creepy! うるせえな、あいつ。 If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. Although, I believe the criminal behind this heinous act is already quite clear. じゃあお前が進めてくれよ。 What? For real? Chihiro's killer is the fiendish serial killer, Genocide Jack. ジェノサイドジャックって言ってない、なんかマジで。はぁ、なんすか。え、雑音セリフが出現しております。論破の邪魔になります。A ボタンのサイレンサーで雑音セリフを打ち消す必要がございます。親切な中内度です。雑音セリフが全く出てきません。The culprit is Genocide Jack. I'm sure. Case closed, as far as I'm うるせ concerned. えな、このピン。 But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. Hey, so speaking of genocide, Jack, I こ don't れ know マ who ジ that ム is. カつくんだけど。勝負するとジャックになるってば。あー、切り裂き、そういうことかな。待って、どう The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. Hey, so え、なんで speaking of genocide, Jack, I don't know who that is. これちなみに普通に打てんのね。 The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. ちょっと待って、もう Hey, 一個来るんだよ so マジで。 speaking of genocide, Jack, I don't know who that is. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. No, that's wrong. 普通に謎解きさせてほしい。 Might know one reason he could be involved. What? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. ジェノサイドジャック、ジェノサイドジャックって言ってんねやっぱ。 What? That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? The why of it is probably more trouble than it's worth, so let's forget about that for now. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. 精神集中ってなんだっけ？精神集中が分かってねえな。 According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocide Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. Boob lust. No. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? I got it! Apparently, in every Genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer,
The only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? There's only one logical answer I can think of. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. これさ、トナミの話は信じていいの？かき回されてるとかない？ No fucking way! いや、わかんねえな、でも。今信じ You're るしかない。 saying Genocide Jack is one of us? Yes, in fact, it's Toko. What? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! What? Hey, okay, wait, hold on a sec. Toko has like bloodophobia or whatever, remember? What kind of serial killer is afraid of blood? Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle. Man, why has this gotta be so complicated? 天才だしょうはってことだよな。これなんだっけ？あがいる。11。Now I understand. Is it because Genocide Jack has a split personality? Huh? I think I read that somewhere in the file too. They thought that the suspect might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Oh, okay. But still, to go and say that about Miss Fukawa is... Perfectly acceptable. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. I got it! You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right. Think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up... She was acting funny, that's for sure. That melancholy tone of hers completely disappeared. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can't handle blood, and one that obviously can. So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocide Jack? The reason she locked herself in her room wasn't to keep other people from getting in. It was to keep her other personality from getting out. What? Toko was afraid. Afraid of the murderous fiend inside of her. Of killing even more people. How? Yeah. How can you know all this? I do believe you misunderstood her. What she's trying to say isn't, how can you know all this? No. What she wants to know is, how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. She told me a most interesting story. She said a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time.
And that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Isn't that right, Toko? This is all a lie. You said you wouldn't tell anyone. What? You promised! I can't believe you lied! You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocide Jack kill anyone. But in spite of that promise, You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. how many times do I have to tell you? I never said that. But you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried. I swear I tried to control it, But your efforts were useless. What a disappointment. I hate you. I hate you. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person you don't mean. もう聞くと削りとさっと倒れる。すごいな、随分。Well, hello there! Is it me you were hoping to see? Yes! What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! What the fuck is this? Toko, what happened to you? Not Toko, that's a loser name, and what happened is a textbook split personality. So what if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's faults. She's so intense. Like they say, sound in murderous mind, sound in murderous body. This one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of a front and a back, you know. Just like how every inning has a top and a bottom, or how in the depths of every truth lives a little lie. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun! Miss Jack, Jill, can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on that? Well, I'll tell you, I am the mastermind of all masterminds! Just kidding! Then it's not true? Of course it's not true! How dare you try to link me to that creepazoid? And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless! I mean, they just let this idiotic, bloodthirsty maniac go buck wild all over town! Sure, I'm a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. It's a necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes pain for everyone. Just kidding again! This should be enough to convince you. This murderous fiend is responsible for Chihiro's death. There's clearly a motive, so there should be no doubt. A motive? Remember what Monokuma told us? If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. Well,
let's assume that Toko's secret was about Genocide Jack. If a secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting. Very, very, very interesting. なんかすごいさ、ごめん。ピンキーパイの声に似てんだよな。But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. 違うか、でも。ピンキーパイの方が声高いな。But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah. I could never believe a word you say, you monster. そうかもしれないんだけど、何かが引っかかるんだよな。She went crazy. Crazy! 死体の状況。死体の状況なんかちょっと似てないピンキーパイの声に。Sorry, but I didn't kill anyone. You say that, but do you really expect any of us to believe? Perhaps if you had an alibi, that would change. Oh, an alibi, huh? Now we're talking. When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. No, it's wrong. そうだよな。多分ハサミなんだよな。Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocide Jack cases and this one. Huh? How's it any different? Uh-oh, you don't know? こいつあ、いや。Well then, human garbage, let me tell you! I murder with passion and conviction. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro? It'd be like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. This is no creation of mine. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocide Jack cases and this one. 一つ目は I got it! For one, the cause of death is different. In the Genocide Jack murders, all the victims were killed the same way. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro died from a blow to the head, right? Ah, yes. That is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? 私の推しだぞ、言葉を選びな。人並みの力なのに、とりあえず警察から核爆弾に来たし、だからそっちをですね。ああ、なるほどな。And there's more. One more conflicting detail. That's right. In my recipe of murder, if the bloody message is the tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce. じゃないとこもあるな、それ。Could you please stop comparing killing people to cooking? So, are you saying the other difference has to do with how the body was arranged? ここに使われた道具。I got it! Do you remember what the killer used to suspend her? They used some kind of rope to hang her up by her wrists. What is your point? Well, in all the previous Genocide Jack cases, some... あ、ごめん。飛ばしちゃった。 Specifically, pairs of razor-sharp scissors. And guess what? I used my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. まあ、こういうタイプは違う凶器なんか使いたくないよな。Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. どうしよう、すげえ気持ちがわかるの、どうしよう。すげえわかる。And you know what else? Big Mac said there's two differences, but he's wrong. マー君マー君 Big Mac?
Are you referring to me? Listen up, Big Mac! There's actually one more difference! Huh? My word, you really didn't notice? Take a look at who the victims were in each Genocide Jack case. There's a pattern there, just waiting to be discovered. A pattern? Figure that out, and it'll be plain as death why I couldn't have possibly killed that little lolly girl. Lolly girl! I got it! 女性だっ Is た it か。 because Chihiro was a girl? Bingo! Bullseye! Right on the money! What are you talking about? やめん、好きになり In そ all う。 the Genocide Jack cases, all the victims had something in common. あ、ほんとだ。見逃してた。小松菜太郎。They were all guys? マークの英訳、マークなのいい英訳だ。確かに。超高校級の愛人機だもんな。愛人機だから。That's right! The people I killed with such passion and conviction are all adorable little men! I can't believe I said it! I'm so embarrassed! The hell is wrong with you? I can't help it! I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl! And the mopey side of me just hates it! But now I'm on the fast track to becoming a full-fledged fan madam! So, since Chihiro was a girl and not an adorable little man, you wouldn't kill her? Would an Italian chef suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. I have too much passion and conviction to cross that line. That's the absolute reality of the one and only. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy. But that's not all there is to it. It's a different matter entirely, when you're forced to kill in order to survive. Quiet, lowly car! Lowly? I would never kill for a reason as petty as mere survival. And if by some fluke I did kill to survive, why would I bother with the message and arrangement? It'd make me the obvious suspect! うん、確かに。 That does make some amount of sense. Plus, whatever reason I have for killing, I would never leave out my prized scissors. Who would go out of their way to use a big, stupid, heavy dumbbell? Big stupid heavy dumbbell. Maybe you used the dumbbell because you couldn't find any scissors in the school? Any scissors? I don't just use any scissors. I only use my own set of high-class envy of the entire world scissors! そもそもこの筋力であのダンベルが持ち上がるかどうかがすごい気になってる。 Okay, whatever. There still aren't any in the school. Are you sure about that? Da-da-da-da! え、すげえ、なんで？ She's fully equipped! That's right! So I can kill anywhere, anytime! Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? え、なんで持ってんのこいつ？ Go ahead, tell me I'm wrong! You can't, can you? Gutter dogs, all of you! Not to mention, I have no clue how to tie a good knot! So rope's totally out of the question anyway! 肩結びできないんだよね。 I have no idea what's going on anymore! Could such a heinous villain really be innocent? But the body really was suspended, right? And nobody but the police knew about that. Yeah! That's why we figured it had to be the real deal, and not some copycat killer or whatever. Here's my answer. Byakuya, it's possible you could have found out, isn't it? You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. え、戸上結構生き残ると思ってたんだけど。 Plus, you'd already looked through the Genocide Jack file before this all happened, hadn't you?
You saying Mr. Togami did it? Then the reason he pushed the theory of Genocide Jack being the killer so hard was... because he wanted to pin the crime on her. So, he rearranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on it! トナミそんな軽いことするでも The adorable glasses man was behind it all! Oh, I'm on fire! Well, Byakuya, what's your response? 僕から筋肉をつけるようにシニアルキラーが凶器を持つのは当然ですよ。どうやって手持ち検査あれ突破したんだ I see. So now the suspicion falls on me. Then I must ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. Looking back and thinking about it now, the way you were acting right before we discovered the body was a little strange. 怪しいな、とても怪しい。いつか見てみるか。You wanted to go to the girls' locker room right away, right? But since you're a guy... I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to say? The victim was Chihiro, a girl. Hence why I said we should check the girls' locker room. Nothing strange about that, I'd say. お前黙ってろ。 On the contrary, there's something very strange. Okay then, what's so strange about it? Go ahead, share with the rest of the class. なんだよ今度は。言霊の記憶。言霊の記憶。発言セリンクのウィークポイントに照準を合わせ Y ボタンを長押しすると、ウィークポイントを記憶いたします。記憶した言葉は一発だけ言霊として打つことができます。言霊の記憶は何でも行うことができます。もしの言霊の中に嘘や矛盾に対する答えがなさそうなときは、記憶した言霊を使って論破なさってください。ああ深川の顔ずっとあれなの。 So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... If you're presented with the opportunity to check out the... That's a natural reaction for any guy. The victim was Chihiro, who was a girl. So of course I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... If you're presented with the opportunity to check out the... That's a natural reaction for any guy. The victim was Chihiro, who was a girl. No, that's wrong. I'll tell you what's so strange about that. 戸上ちゃんだった Because up until we actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. So your claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. I see. That's a good answer, I must admit. Interesting. Very interesting indeed. But your reasoning is still too weak. Huh? What's wrong? Is that it? Surely you've got more than that. Go ahead. Show us. こいつもう本当にゲームとして楽しんでるな。What's the matter? You're not finished already, are you? There must be more to it. There is. I think. There is more to it. Think about it. We just talked about the differences between this case and past Genocide Jack incidents. The proof you're looking for is hidden in there. Oh? Proof that I'm the culprit, you mean?
母の顔が更新さ The れない。 difference between the cases? 更新され You た。 want me to explain it again? When I want to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the body. 間違えた。ごめん、間違えた。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 Shoot! 失礼。失礼。ごめんなさいね。 The difference between 思わ the ず言っちゃっ cases? た。 You want me to explain it again? When I want to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the body. But Chihiro was suspended with... It was some kind of rope. Was it not? That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy indeed. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? I'd never seen that rope before in my life. No, that's wrong. Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Because, you see, that rope, or should I say, that extension cord? What? An extension cord? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? And the same extension cord that was in the library all this time went missing after the murder. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. Then Byakuya must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. That's really what you think? Then your conclusion is something like this? I killed Chihiro in the girls' locker room, then hung her up and wrote that bloody message. I intentionally made it look like Genocide Jack was behind it. Is that about right? What's wrong? I asked you if you think that's what happened. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? Byakuya's the killer. I don't disagree with not disagreeing. He kept calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. なんか違う気がするんだけど。Sorry, but could we hold on just a second? 私もなんかね、すごい引っかかるんだよな。I think we need to talk about this a little more. Huh? Do we really need to? We've already decided who did it. I know, but still. There's something that's still bothering me. Is that right? And what, pray tell, is still bothering you? I killed her in the girls' locker room, then disguised my crime. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. Psychopath. What about all that bothers you? I got it! You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right? But are you sure about that? Isn't it possible that the murder took place somewhere else? How disappointing. お前にはがっかりだ。 What kind of question is that? Even in the world of disappointments, this is a true letdown. She was found dead in the girls' locker room. There is absolutely no question about that. How could the scene of the crime have been anywhere else? Well, I think it's entirely possible that she was killed somewhere else, then along with the rest of the murder scene. Sorry. The rest of the murder scene? なんでこいつこんな驚くんだ、それで。 That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. え、好みなのマジで。 I believe I do. Hey, don't just move on without permission. What do you mean she was killed somewhere else? Come on, Makoto. If there's any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof.
I got it! The proof that she was killed somewhere else is the poster that's hanging in each locker room. Your proof is some posters? The poster in the girls' locker room was a picture of a big-boobed supermodel. But don't you think that's kind of strange? Why would the girls' locker room have a poster like that? 巨乳強調することあったかな。 I bet those massive jugs of hers were totally fake! やべえ、好きになりそう。 Meanwhile, the boys' locker room had a poster of the super popular boy band Tornado. これ嵐か。 Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. So you're saying that maybe the posters were switched? And there's one other thing I noticed about the locker rooms. You know what I'm talking about, right, Sakura? You're referring to my protein coffee, aren't you? Protein coffee? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet. But I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. I got it! The stain on the girls' locker room carpet wasn't scrubbed away. In fact, I found it on the boys' locker room carpet. That's definitely the stain from my protein coffee. Then, does that mean that the carpets were switched too? But why would anyone do that? To move the murder scene from one locker room to the other. It's certainly plausible, don't you think? What? In other words, in order to completely swap the scene of the crime, the blood-stained poster and carpet were moved along with the dead body. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Huh? Why would they go to all that trouble of switching the scene of the crime? Actually, an even bigger question. If the murder did take place in the boys' locker room, then how did Chihiro get in the boys' locker room in the first place? To get into the locker rooms, you have to swipe your e-handbook across the card reader device. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. She had no way to get into the boys' locker room to begin with. No, she did have a way, and I can tell you what it was. I highly doubt that. Shut up! I'm telling you, I know how she could have done it. Hamukure はあれだもんね、レターケースのこと知ってるもんね。Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. If she had that, she could get into the boys' locker room no problem. Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. If she had that, she could get into the boys' locker room no problem. Is it really possible?
Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. Huh? If she had that, she could get into the boys' locker room no problem. Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's... ちょっと待ってね。RA ボタン。She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. No, that's wrong. No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. Why not? Because Leon's handbook was broken. Oh. Well, then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? I am struck silent by how quickly you gave up. Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Actually, the rule states that loaning your handbook is prohibited. It says nothing about borrowing one. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want, and you'd be safe. Yup. Hit the nail square on the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway. So then, she must have hacked hers, like I said. She used her ultimate programmer skills and... Psst! You can't fix an e-handbook. The instant you open one up, a security buzzer starts blaring. So, if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Maybe Mr. Naegi's initial assumption is just wrong? 黙ってろ、お前は。 It seems like there's no way she could have got into the boys' locker room. So I guess so. Okay then, I vote for Byakuya. Hold on a second. I agree with you, though. I think you're on the right track. What the? You finally decide to open your mouth and that's what you've got to say? There's no way she could get in the boys' locker room, right? So... Why are you so sure she couldn't get in? There's still one other way she could have gained access. What? What are you talking about? What other way is there? まだ藤崎が男の子の可能性残ってる？ Well, to explain that, why don't we take a little break from the trial? I'd like you all to come see something. Wait. Just what do you think you're doing? Don't worry. This'll make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. 多分藤崎の部屋に行って、シャワー室に鍵がないんじゃないの？ Huh? It'll make things more exciting? わかんねえけど。 Well, all right then. I declare an official class trial recess. For real? For real? Now then, what is it you want to show us? It better not be boring or I'll be very unhappy. Oh, I have no doubt it'll meet your lofty expectations. So, shall we go? Shall we go? 盛り上がるならええか場所と向かった。違うかな？違うか。The girls' locker room? We've already searched this place top to bottom. What are you trying to pull, Missy? I'd like you to examine the victim's body one more time. もう一度。 Be sure to examine the entire body very carefully. Examine her carefully? Like using our hands? No way! It's probably best if I don't run my hands all over a girl's dead body.
男の子だから強くなりたがってるとかだったらすごい腑に落ちるんだけどな。 It's not that I'm creeped out or anything, it's just based on religious grounds, you know? Very well. I'll do it. But you're a girl. You shouldn't have to touch a dead body. Just let one of the boys do it. No, it's okay. I think Chihiro would rather have a girl examine her. So just leave this to me. Sakura. What is this? Some kind of secret girl-on-girl action? Is that what you two are about? That's not it at all. Stop screwing around. Okay, here I go. I'm sorry, Chihiro. Please excuse the intrusion. Be sure to check her entire body, and I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? I know you say that, but... What? This is... What is this... What is it? Not possible. It's not possible. やっぱ合ってる？私の This girl is what? is a boy. なんでここだけ当たったんだろう今。さっき。 I see. So she was actually a he. Interesting. Thank you for confirming this fact. What? You're joking, right? I wouldn't joke about this. Then it's really true? Chihiro was a guy? Oh, what? You guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. Chihiro Fujisaki was totally a guy. Then he was a cross-dresser? Oh, I'm really on fire! I wish I had killed him! 女装男子はフォーカス内なんだこの人。 So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Interesting. Interesting. キリギリさん、いやどんな反応したんだろうね最初。Yes, that certainly does make things much more exciting. 日本語版の藤崎の声優さん、男の人がやってる設定ぶりマジか。 Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom and get back to the trial. 戸上が女の子だったんじゃないのか。 I do apologize for keeping you waiting. Now then, let's resume the class trial. 白夜ちゃんだった。 We've all just learned of the shocking revelation that Chihiro was actually a boy. Let's pick up from there. Yes, well, I don't know his reason for hiding it, but the fact is, Chihiro was not a girl, but a boy. And because the victim was male, he would have had no problem gaining access to the boys' locker room. Assuming his handbook did, in fact, list his gender as male, then yes, that would be true. Of course his handbook said he was a boy. He dressed like a girl, but he was a boy through and through. So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys' locker room, and was then later moved to the girls' locker room. And the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls' locker room. So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but yes, that does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. なんだ女の体を知ってると言いたげなセリフだな。 This is a most titillating situation! So now everything has been connected. All the mysteries have finally become clear. Okay, well, connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember?
Very interesting. This has become very interesting indeed. Jay, tell me how much why. He's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a doubt, Byakuya is the one that made Chihiro's death look like Genocide Jack did it. But I think he might not actually be the killer after all. What? But aren't you the one who accused him in the first place? He just seems to be too easygoing about all this. Like he's enjoying us solving the mystery. The way he's acting, it makes it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too... how can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord, knowing it could connect him to the murder. At least, that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again, when you found out Chihiro was actually a guy. If you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. So that's your thinking, huh? Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but... it's fine. I guess I'll mark it as correct, for the time being. こいつ面白がってただけじゃん。 Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. こいつめんどくせえことしやがったな、じゃあ。 Are you fucking with us right now? No, I am not effing with you right now. I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead. Find it very hard to believe. You're free to be executed along with the rest of us. 待って、こいつの目的がわからん、そしたら。 If you're really telling the truth, then why? Why do you do that to his body? My reasons hardly matter right now. Uncovering the culprit is much more important, wouldn't you say? Now then, if it wasn't me, who was it? Well, I don't think I can say for sure without talking about it a little more. You're seriously gonna keep going? We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. お前しかいないんだとカードリーダーのこと知ってんのが。 No, I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility. Because if we're wrong, we all die here. That's true. Very well then. I'm with you too. あ、よかった。尻を追っかけてた女の子2人が援護射撃知ってくれてる。Damn straight. Count me in. Do you not have a mind of your own? Of course I do. What am I, an ant or something? Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. 山田がさ、証拠を捉えましたぞみたいに言ってたやつをとっとと話してほしいんだよな。 That's very true. Our lives are all on the line. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? お前さ、まあいいけどさ。犯人は男。I got it! Seresの証言。深川の顔だよ。 Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but... did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that. Yeah. All we need right now is any kind of new info. あれ Shoot! これ一回一周した方がいいな。 Isn't there a single clue that might lead us to who did? Well,
clues are one thing, but どうせ did 山田だぞ nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that. Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And only the killer. And it's not like they're just gonna turn 今の themselves かじゃあ in. Game over, man. Game over. No! Not game over! Isn't there a single clue that might lead us to who did? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some こ point. のプレが露骨 Even になって that. Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And only... No, that's wrong. I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Now that you mention it, yes, I did see him. Huh? Really? 自分で言えるなっていうか Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. はい Whatever! Just hurry up and tell us! It was last night, right before nighttime. I saw Chihiro in the dormitory warehouse. I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then, I assume, he headed off to exercise. A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that is when he said something that struck me as rather odd. Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So, Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone, and then they were going to work out together? But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times, and he always declined. まあ男だからな Probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. Enough so that he was willing to risk his secret being revealed. Oh, what a marvelous friendship! The point is, whoever he met up with is the culprit, right? So we just gotta figure out who it was. But knowing what we know, I can't even guess. No. You already have what you need to make the connection. 笑った Huh? You know who the killer is. Seriously? Who is it? Who's the killer? Think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of. Focus on the details of these items, and it should become obvious who was waiting for him. Are you sure about that? You really think we can figure out who did it based on two pieces of evidence that we don't have? やべこれわかんねえ You ぞ want to track down some fingerprints or something? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. あれ Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Easy for you to say, あれあれちょっと待って but fine. Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so
I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. Do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing! So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? What the? My tracksuit is black. I don't even have a tracksuit. Cause exercising sucks. I have a white tracksuit personally. I got it from the warehouse, if you must know. Did any of that really help us get any closer to figuring out who the culprit? No way. Not a chance. You heard him, right? What he just said without even... First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing! So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit? じゃあ私前回さ、大和田の話なんでこんな掘り下げてんのって言ったのは、結構あれなの？ Hold on a second, Mondo. What did you just say? 水曜日の配信の時にさ、なんか大和田の話多くねっつったの、あれもしかしてこれ大和田、次殺されんの大和田なんじゃねーとか言って水曜日終わったけど、こっちこんなにフラグ立てちゃってまあみたいな感じの話した気がするんだけど、水曜日。あ、てか、そうね、まだ言えないわね。まだ言えないわね。まだ言えないわね。 When Celeste testified a few minutes ago, she said... 大丈夫詰め込んでおられました。なぜ取りに向かったんでしょう。 She never said anything about the jacket's color. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? やべえ、ちょっと面白くなってきた。ちょっとお水飲むね、先に。What are you? You just... Hey, Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, it was blue. And before we began the trial, did you tell anyone that? The only one I told about any of this was you. Then, Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? Because I just... I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. 前さ、友情、いいよ友情今やんなくて。 No, that can't be it. The bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. Then the only reason he could have known what color the tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died! That's the only possibility! この顔すっげえ好き。 Cherry? Are you talking about Chihiro? So, how about it? Did you see the tracksuit or didn't you? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me, and he was carrying the tracksuit in his hands. No, that can't be it either. According to Celeste's testimony... あれで隠しているように。もう出て行ってしまわれましたね。 When Celeste noticed it, Chihiro made a point of making sure the jacket was completely in the bag. If you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was.
It would appear you've dug your own grave. Perhaps. But you handed him the shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it'll be obvious who he met with? What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. That's why you said you knew who did it, to put them on edge. That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicions about him from the very beginning. 教えてよ。 But why? What made you so suspicious? That's a good question. There was a certain turning point that tipped me off. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. わあ、気づかなかった。 You only call guys dude. For girls, it's chick. わ、気づかなかった。 And after he was killed, you happened to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. うわー、ログ見返して。 You notice such a tiny detail? Are you a witch? She's a witch! You're positively frightful! お前に言われたくね。 No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Mondo, was it really you? Mondo. Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone! You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth. What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! 黙れ。 It's true. My reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Well, this does present us with a problem. My time has nearly come. ちょっとかっこいい声出しやがって。 That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me. Hifumi, weren't you telling me you found some evidence? Really? What kind of evidence? なんでよ。 Actually, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. ぶつぞ。 Jeez, does your confidence just get up and walk away? It's fine, man. Just tell us. If you really insist, then... wait. Here it is. What do you have there? It happens to be an e-handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. I got it! We know Chihiro's handbook was missing from the scene of the crime, right? For a fact. For a fact indeed. I was totally sure I'd found it. Then it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping. But it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so fragile. You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? 弱点。 I got it! You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? Yeah! You remember that? Sure, maybe I let that slip, but I never told anyone what the weak point actually was.
But if the handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession, then we can only assume that someone's figured out its weakness. You know what the weakness is, right, Monokuma? So, what is it? Huh? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you, and someone else decides to copy it, that would be very not good. Just tell us already! Why would we want to break our own handbooks? Oh well, I have a weakness for pushy demands. But you're sure you won't follow their example? Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge e-handbook is... when it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break! I flippin' knew it! You knew it? Yeah, because I found the handbook laying on the floor of the sauna. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around. So when you're in a sauna, make sure to keep nice and still. Wow, interesting. I learned one new fact today. That is a mere trifling speck of knowledge. Anyway, if you found the victim's handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to raise its temperature in order to break it. meaning the culprit somehow knew its weakness. But how'd they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed. Quite the mystery. What if they found out by accident? What do you mean by accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? They'd realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. I won't say it's not possible, but who would have done something like that? I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. I might know someone who did. Whoa! Seriously? I think the one who may have taken their handbook into the sauna was... 待って、これちょっと待って、石丸は知ってたのかな？待って、石丸が知ってたんだとしたらすごい腹立つんだけど。Here's my answer. 待って、ちょっと待って、あれ？ Mondo, your handbook got broken in the sauna, didn't it? What? Why? Why do you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance contest in the sauna not too long ago, remember? And for the contest, Mondo just so happened to keep his school uniform on. But little did he realize, he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. No, wait, hold on! You've got it all wrong! He would never kill! I don't accept this! Show me the proof! The actual solid proof! 知らなそうだな。Let's test Makoto's assertion.
If what he says is correct, then you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine. 間違えた。英語だ。 See? Look! Makoto was wrong after all! 美しき友情 Mondo の剣 wouldn't hurt a fly! これクワトロじゃないのか、じゃあ。Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then you broke your own handbook. キリギリさんかわいいな。 In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. さんのかわいい Well, な。 my goddamn handbook works just... No, that's wrong. Mondo, the handbook you have right now, is it really yours? The fuck is that supposed to mean? The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What the heck are you talking about? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for one that actually works. I think he took Leon's handbook and replaced it with his own. After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right! The punishment it suffered wasn't nearly enough to destroy it. So then, the broken handbook in the main hall is actually Mondo's. Which would mean that the handbook Mondo has right now is actually Leon's, yes? But doesn't that violate the school regulation that says loaning out your handbook is prohibited? Well, here's how I look at it. There is a rule about loaning your handbook to another student, but if they're dead, they're not a student. It's kind of a gray area, I admit, but no worries. If anything, it just makes things more interesting. As such, I decree that exchanging handbooks with a corpse is not a violation of the rules. Well, Mondo, if I'm wrong about this, you're welcome to say so. I'm happy to admit I made a mistake, but... Son of a bitch! What's wrong, bro? Come on! Tell him he's wrong! You are wrong! You have to be wrong! Everything you just said is wrong! You made it all up! Okay, then why don't we look back on this case one more time, from the beginning? That way, everything will become clear, and we'll all see if I was right or wrong. 漫画か。何がある？ああ。セルさんかっこよ。ここは何でも当てはまりそうだな。こういうことかでも。じゃあ。お前がまあいいや。こいつはなんで何がしたかったんだろうな。待って、これか。いるわ。藤崎がまだ歩いてるやつがある。こうか。
が余計したら速攻で終わった事件。戸上は何がしたかったんだマジ。これかもしかして。何があったっけあと。最後わかんねえんだけど、これがこうだったりする。サウナにこれか。そっか、A ボタンでコマの説明があんのか。ちょっと待って。これはあれ外さないといけないのかなこれ。合ってるっぽいな。こっちか。これは合ってんだろ。これは合ってんだろ。Here's exactly what happened. First, let's take a look back to before the incident. Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? At the time, she was apparently stuffing something into a duffel bag. That something was a blue tracksuit. You can confirm this, right, Celeste? With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who was apparently a girl, access the boys' locker room? Simple, because she was really a he. Which is why he was able to use his own handbook to gain entrance to the boys' locker room. Once inside, he met with someone there. And the person he met was the one who killed him.
It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting in the boys' locker room came from. It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Which is why the killer hurried to try and hide the act. First, pulling up the bloodstained carpet. Then, removing the bloody poster. And finally carrying the corpse into the girls' locker room. A girl's handbook was necessary to get into the locker room, of course. But this alone doesn't prove that the killer was necessarily a girl. After all, Sayaka and Junko's handbooks had been placed in the main hall. Using one of those, a boy could get into the girls' locker room without much problem. And that's exactly how the killer did it. With the carpet and the poster they brought with them, they got to work. They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch. That could have been the end of things. But no. Byakuya discovered the body and decided to intervene in the situation, making things even more complicated. So, after stumbling on the crime scene, he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. He used the cord to string up Chihiro's lifeless body. Then, using the victim's own blood, he left a grisly message there at the scene of the crime. He wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible for the slaughter. And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and other belongings, arrived at the sauna. There, they planned to destroy the last piece of evidence, Chihiro's handbook. And just as the killer expected, the steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. Somehow, the killer knew that the handbook couldn't stand up to the heat of the sauna. And the reason they knew that is because the sauna had already wrecked their own handbook. And that's how it all played out. Isn't that right, Mondo Owada? 犯人的にも藤崎貼り付けにされてマジで混乱してました。なるほどな。犯人知った上で発見時のリアクション見ると面白い。ちょっとマジで見返したいわ。Wait! No! This can't be right! お前もさ。Where's your evidence? Yeah! Where's your evidence? You need evidence! You need proof! Without any proof, you can't pin any of this on him! フィーバータイムとネガティブタイムについて説明させていただきます。マシンガントクバトル中に RB ボタンを押していただきますと、フィーバータイムが発動し、強制的にテンポが最大になります。フィーバータイム中はボタンを適当に押していただいてもミスにはなりません。適当に A、Y と押していただくだけで、相手の攻撃を破壊することが可能でございます。また集中力ゲージがなくなるまでの間です。有利な時間を有効にお使いください。あなた様の時に特別な時間があるのは不公平ですので、ネガティブタイムと呼ばれる時間をご用意いたしました。マシンガントクバトル中に相手がネガティブタイムを発動いたしますと、テンポマーカーが隠れボタンを押していただくのが困難となります。そんな
時こそフィーバータイムを使い叩くのがいいかと。シミュドロフィーバータイム。いや、お前かよ、やんの。 Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. False. I refuse to vote. Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. False. You're corrupt. Show me some evidence. This should prove it. リズムゲーはなんとかなるわ。2回ぐらいミスしてたけど。If my thinking so far is right, Mondo must have replaced his broken handbook with Leon's. In which case, we can just check each of our handbooks right now. Once we do that, we'll... We don't gotta do that. Huh? Yeah. I did it. I killed him. あ、このタイプなんだ。だから石丸とやったんだ。Bro, what are you saying? I got no choice, man. After hearing all that, I gotta just... give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. Roger that. Wait! Hold on! No waiting, no holding on. Time for the moment we've all been waiting for. Grab your lever and give it a yank! Who will you elect as the Blackened this time around? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? What? 今回も大正解でした。そうなのです。藤崎千尋くんを殺した黒は大野モンドくんなのでした。Unbelievable. 投票は満場一致でありませんでした。石丸くんだけが不正解でした。石丸くん危ないところですね。気をつけてくださいよ。僕は信じないぞ。兄弟が人を殺すはずが。Sorry. すまねえ。なぜ謝る？なぜなんだ。なぜそんなことをしたんだ。 Now then. 黙秘権を発動した太田くんに代わり僕が説明しましょう。 Actually? 今回の殺人が起きた理由、そこには2人の男の悲しい物語があったのです。聞きたくない人は B ボタンで読み進めちゃってくださいね。ある少年がいました。少年の名は藤崎千尋。彼は自分の弱さに極度のコンプレックスを抱いておりました。男のくせに幼い頃からそんな言葉を言われ続けた彼はその弱さをいつまでも克服することができず、さらなる弱さの中に自分自身を隠してしまいました。女性になりきること。それが彼の選択した逃げ道だったのです。俺も誰も僕のことを男のくせになんて言えない。いくら殻に身を包んでも、自分の中に根付いたコンプレックスはそう簡単には払拭されませんでした。殻は所詮殻。藤崎君のコンプレックスは消えるどころかますます強くなる一方だったのです。僕は弱い。Weak. そんな折スタートした殺し合い学園生活、そこで彼を思い知ることとなるのです。所詮世界は弱肉強食、強くなければ生き抜けないと。さらに、憎くて愛くるしいモノクマから発表された恥ずかしい思い出の暴露イベント。藤崎の恥ずかしい思い出、女性だってこと？女性じゃないや、男性だってこと。Hey, 藤崎君にとって絶対に他人に知られてはならない秘密でした。
それを知られたら最後自分の守るから、いやさ、鎧はひっぺがされ。彼は今まで以上に周りのみんなから責め立てられるに違いありません。こんな窮地に立たせられ、彼は激しく絶望するはず。誰もそう思いました。ですが、I'm sorry. 話したくない。でも、But じゃないだと思うから後できっと話すよ。うざいことに、彼は秘密が暴かれるのをきっかけとして強くなろうと決心しやがったのです。that's right. 今だから I こそ、want to change. 私なんて言われても平気だから強く変わるんだ。そう思い立った彼はすぐに行動に移ることにしました。そして、その日からトレーニングを始めようとしたのです。心と体を一から鍛え直すために。ですが悲しいことに、それが最初で最後のトレーニングとなってしまったのです。Hey, さっきのトレーニングを開始するにあたり誰かに協力をお願いしようと考えていました。最初にその人物だけに秘密を話し、一緒にトレーニングしてもらおうと考えたのです。そこで彼が選んだのが、Yeah, that's right. この約束にこだわる暴走族野郎になら、最初に秘密を打ち明けてもその約束を守ってくれると思ったのでしょう。それに男臭い大和田君は藤崎君が憧れる強い男の象徴でもあります。勇気を振りしてまずは大和田君に話してみよう。強くなるための手助けしてお願いするんだ。それは憧れ。藤崎君は決して届かない存在だからこそ、その思いを大和田君に抱いたのです。Correct. じゃあ大和田君その約束を守るためにあんなことをしたのね。あんなこと。Indeed. それは事件を偽装するためだったはずじゃ。Certainly. それもあったかもしれない。でもそれだけじゃなかったんですよ。さっき千尋との男同士の約束を守るという目的も含まれていたはずだわ。But 死体を移動させることがどうして秘密を守ることになるの？ Because だって藤崎千尋が男子更衣室で殺されたとなれば、どうやって男子更衣室に入ったのかという議論になってしまうでしょう。そうなってしまえば彼の正体を疑う者も出てくるわ。だからこそ、死体を女子更衣室に移し、彼の生徒手帳を盗むことでその正体がバレないようにしたんじゃないの？じゃあ大和田君は自分が殺した藤崎さんとの約束を守るためにどうしてなんだ。話を聞けば聞くほどわからない。君らは互いに信頼し合っていたようではないか。それなのにどうしてなんだ。バラされたくなかったんだ。どうしても I knew it. あの件が危険だったのね。恥ずかしい思い出や誰にも言えない過去の暴露の件。 What is this? そんなバカな、そんなことあるはずがない。人を殺してまで知られたくない思い出や過去なんて You're wrong. あるはずがない。 Don't make me 前 repeat にも言っ myself. たはずだぞ。自分を基準に物事を判断するのも愚のこっちゃだ。お前にはなくともこいつにはあった。それだけのことだ。じゃあついでに教えてやるね。大和君が世間にばらされたくなかった思い出、そして過去とは。 Hey, 大和君はね、自分のお兄さんを殺した。お兄さんの話確かにしてたね。そんな彼が暴走族に入ったきっかけはある人物の存在でした。大和田ボンド君何？大和田タイヤでいいのかな。ボンド君はお兄さんを心から尊敬していました。彼が単車に乗るようになったのもお兄さんの影響です。そんな家庭に育ったボンド君にとって唯一心を許し尊敬できる相手がお兄さんでした。お兄さんに追いつこうとお兄さんの真似ばかりしているボンド君はそんな弟さんでした。そしてカリスマ性あふれるお兄さんが作った暴走族チームはいつしか日本最大のチームへと発展していきました。兄の大和田ダイヤはチームのナンバーワン、ダイヤモンドはナンバー2、ダイヤか。最初はそれでよかったのですが、兄さんが暴走族を引退し自分が2代目を引き継がなくてはならなくなった時、お兄さんの偉大さが大きな重圧となってモンド君を襲ったのです。ダイヤモンドか。弟は所詮ナンバー2だしな。このチームはダイヤが一人で作ったチームだ。弟のモンドは負けだよ。そんなやつに2代目が務まるのか。この先チームは弱くなる一方だな。チーム内で囁かれそんな陰口が毎日のようにモンド君の耳に入ってきました。だからこそI just... 兄貴より強くなんなきゃなんねえ。だから最後に一度だけどうしても勝つ Don't んだ。 fuck with me. どうしても勝たなきゃいけないんだ。偉大なお兄さんの引退式の夜、モンド君は彼に単車での勝負を挑んだのです。ですがそのレース中に悲劇が起きてしまいました。勝利を焦った弟さんは無謀な走りをした結果、反対車線に飛び出してしまいました。ですがその時でした。
音の腕に流れながらお兄さんは最後にこう言いました。あれ、どっち行っちまった。すまねえな。事故の責任はモンド君にあると分かっていながらお兄さんは弟さんを責めようとしませんでした。あとは頼むぞ。絶対にチームを潰すんじゃねえぞ。俺とお前で作ったチームなんだからな。男同士の約束だぞ。チームのみんなには事故の原因を伏せておくことにしました。兄との約束を守るためには、チームを分裂させないためには、自分の弱さのせいで兄が事故ったとは絶対に言うわけにはいかなかったのです。その結果、お兄さんに勝った弟さんの下で再びチームは一つにまとまりました。弟に負けそうになった兄が無茶な走りをしたせいで自滅した。それがダイヤ君の死の理由となりました。モンド君の嘘が真実になったのです。こうしてモンド君は兄の死を嘘で塗り固め、チームを牽引して覚悟を決めたのです。I just... 俺は強い。強い。ですが、そんな折スタートした殺し合い学園生活で彼は思い知ることとなったのです。いくら強がっていても自分は簡単に死ぬ弱い存在でしかないのだと。さらに憎くて愛らしいモノクマから発表された恥ずかしい思い出の暴露イベント。そこでモノクマから暴露される予定だと知らされた恥ずかしい思い出こそが、大和田モンドは兄を殺した。絶対にチームの連中に知られるわけにはいかなかったんだ。そんなことになったらチームは破滅だ。俺と兄貴のチームが潰れちまう。兄貴の死も俺が一人で背負い込んだ罪悪感も全てが無駄になっちまう。だから俺は大田くん、モノクマの暴露の話を聞いた時から俺の頭の中ではモヤモヤした不安が渦巻いてるみたいだった。あんなの初めてだった。自分でもどうしたらいいのか分かんなくなっちまって、そうこうしてるうちにそのモヤモヤした不安はいつの間にかガッチガチででっけえ不安に変わってやがったんだ。その時だった。藤崎からトレーニングを頼まれたのは、そこで俺はあいつからの秘密を打ち明けられたんだ。マジかよ。I'm sorry. 騙してごめんなさい。でもどうしてだ？どうして急に秘密を打ち明ける気になった？だってよ、ずっと守り通してきた秘密だろ。そいつを知られちまったらおめえは。But そうだけど、でも I want to change. 変わりたいんだ。いつまでも嘘に逃げてる弱い自分をかわしてさ。その言葉が俺を指した。俺がやった全てを否定された気がした。変わらなきゃいけないと思うが、僕は弱いから。でもさ、大田くんは強いからきっとへっちゃらなんだよね。モノクマにどんな秘密をバラされてもさ。You piece of... だから嫌っつうのか？ What? 本当に強いなら秘密を言ってみろっつうのか？嫉妬だよ。俺は藤崎の強さに嫉妬したんだ。自分の弱さと向き合ってそれを乗り越えようとする強さに。俺にはない強さに。俺はそいつに嫉妬したんだ。ぶっ壊れた嫉妬だよ。What? 皮肉か？俺が強いってそいつは皮肉かよ。 No! 皮肉なんかじゃないよ。だって大田くんは本当に強い人だし。じぐじぐと不気味な音を立てながら何かをきしみ始めてた。俺の頭の中の何かが俺にどうしろっつうんだ。じゃあ俺はどうすりゃよかったんだ。秘密をばらして全部台無しにすりゃよかったってのか。 What's wrong? どうしたの？ Damn you! 俺の当てつけか？ I just wanted to... 大田くんに憧れてて、強い大田くんに憧れてて。 Yeah, that's right. そうだよ、俺は強いんだ。強いんだ。よりも You son of a 兄 bitch! 貴よりもだ。そっから先の記憶は俺にはね。気づいた時には足元に血まみれのあいつが、手にはダンベルで倒れたあいつを見下ろしてたんだ。兄弟俺は殺した。 Killed him. I killed Chihiro. 藤崎千尋を殺しちまった。 Even after all this time, だっても I'm 自分 still just as weak as I've always been. And thanks to that, I did something I can never take back. 大田くん、万人強くだった彼が、みんなには内緒で抱えていた弱い部分、そんな心の弱い部分をあいつが冷酷についたんだ。あいつがそうだミネよ、お前らだってそんなもんなんだよ。思い出なんかのために、たかが過去なんかのために、平気で人を殺す生き物なんだよ。いつまで経っても外の世界の未練を断ち切れず、しかも本当の強さってのを全く理解していない。そんな奴らのどこが希望だってんだ。貴様ふざけるな。もう一度言ってみろ。いや、何度でも言ってあげるよと言いたいところですが、そういうわけにもいかないんだよね。そろそろお仕置きの時間が近づいてるから。お仕置きって It can't be. It can't be. Well now. そういう約束でしょ？
秩序を乱した苦難を罰せられるって。Ridiculous! 待て。 Now then, 今回 I は prepared 超 a 高校級 very の暴走 special 族である大物族 punishment! のためにスペシャルなお仕置きを用意させていただきました。待つんだ、待ってくれ。どんなあれなのかな。 Let's give it everything we've got! It's punishment time! Punishment time! Sorry, man. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. 笑い声似てるんだよな。ワクワクのドッキドキだね。お仕置きタイム。パニッシュメントタイム。似合わねえ。も漢字難しい。モノクマがバテてるな。いや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 あれ負荷は元に戻ってるし、死を優しく払え、そしてあなたと同時に安らぎがあれ。嘘だ。兄弟が。二度目の差し出、そして二度目の処刑。僕は改めて実感する。ここでは人の命は軽い。頭がどうにかなってしまいそうだ。どうにかなってしまいそうだ。とてつもなく軽い。あっけないものだな。ゲームの幕切れというのは。戸上君。私正気じゃない。何がゲームや。仲間が死んだんだよ。Naturally. そりゃそうだ。これは命がけのゲームなんだからな。Hey, 私は別にあなたの考えをどうこう言うつもりはない。そんなつもりはないけど。however, 消せないの。どうしてあなたわざわざ。そう。What? どうしてだと決まってるだろ。面白いからだ。それは静かな声であったが、恐ろしくゾッとする声だった。事件が起きた昨日の夜、俺はいつものように2階の図書室にいたんだ。Honestly. あなたも夜時間のルール無視ですか？俺は最初からルールなんて気にしていない。約束した思いもないな。There is nothing まあ to いい be です。 done. 話を続けてください。夜起きてたんで部屋に帰ろうと思ったところで、偶然にも俺は見かけてしまったんだよ。大和田が女子更衣室から出てくるところをな。後で中を覗いたらそこに死体があったというわけだ。目撃してたんか全く間抜けだな。俺に見られていたと知らずに。じゃあ、戸上白夜殿は最初から犯人を知っていたと。 That's right. なんかそれで終わってしまってはあまりにつまらんだろう。最初から答えの見えてるゲームなんて単なる時間の無駄だからな。だから俺が勝手に手を貸してやったんだ。盛り上げるためにな。盛り上げるってそんなことのために。 I see. ちょうど深川さんからジェノサイダーショーのことを聞いていたあなたはそれを利用し、あんな偽装工作を行ったのね。 But けどあのまま犯人を当てられなかったらおめえだって処刑されるところだったんだべ。さすがにそうなる前に答えを言っていたさ。ただそこで戸上君は僕を見た。つぶださんの視線でぐされて僕を突き出した。優秀な誰かさんのおかげでそうならずに済んだから全くいいシミュレートができた。俺が黒になるとき誰に一番気をつければいいかこれで分かったな。 Correct. そういう理由だった納得してもらえたかな。 Indeed. あなたの話はもういいよ。だから次は Hey, モノクマに聞きたいことがあるの。 What's this? 今度は僕ですか？ you. あなた毎回随分と手の込んだ処刑をするのね。それはなぜかしら？
気に入ってくれた？何せこれはお前らだけのお仕置き、お前らだけの絶望じゃないからね。全人類へのお仕置きであり絶望でもあるんだよ。大げさなのね。大げさなんかじゃないよ。全ての希望を絶望に変えるお仕置きなんだよね。どういう意味だ？意味ってもういちいち意味にこらえるなんて意味不明なんだけど。どうでもいいじゃないか。結局勝つのは俺なんだ。そしてその時に全てがわかる。いや、御曹司くん、君ってわかってるね。君とは気が合いそうな予感がするですぞ。やめろ、お前みたいに幼稚な犯罪者と気が合うはずないだろう。それに言っておくが、俺が勝ち抜けた後、次はお前の番だからな。いいか、お前は俺が殺す。勝利を宿命づけられた戸上の名にかけて。まるで主人公キャラだね。ただの雑魚キャラにしておくにはもったいないよ。殺す、絶対にだ。そんな簡単に怒るなよ。カルシウムの話でもしてやろうか。笑い方に似てるかな。響き方の物語の高浦とともに水崎さんと大和田君の事件は幕を閉じた。だけどそれで終わりじゃない。これ試合学園生活は終わらない。まだまだ終わらせてくれない。人々僕らを巻き込んで最悪の絶望はぐんぐん加速していく。奈落に落ちた子犬の方がまだ未来があると思えるほどの絶望。僕らの勇気も友情も努力もまるで通じないほどの最悪の絶望だったんだ。絶望だったんだ。ここで現場らせたらおもろいやろな。Well, anyway, like I was saying, this is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Anyway, isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Once things really get moving, it'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. Fear and despair charge forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now, so just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone wants to see. As long as you don't want to know my measurements, fire away! 誰の子だ？16人目の高校生。Ooh, my, you really took me by surprise there. I know I said you could ask anything, but... Super denied, ultra denied, demonic denied! Because you see, that's my ace in the hole. And nobody'd be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. わあ、マジか。いるんだ。前園さんが優秀なばかりに、前園さんの熊予想以上にアグレッシブだった。16人目。なんか、気になる終わり方したなぁ。クレイジーダイヤモンドか。ぐすぐす。おーっと。これは大丈夫か？ I shouldn't cry. これは大丈夫なのか？泣いちゃダメって分かってるのに。でも、I've had enough. I can't take it anymore. Getting out of here anytime soon. It's impossible. I can't let myself think about how much I want to get out of here. If I keep thinking like that, I might decide to. ドーナツ。ドーナツ食べよう。そしたら聞いて元気になるし。ドーナツとサーターアンダギー。
Okay. ドーナツと神様、私に素敵な出会いがありますように。ごめんなさい。建築のルールを破った私はどうぞお許しください。でも今の私にはどうしてもドーナツが必要なのです。は？あ？そっか、食堂が入っちゃいけないのか。は？今の音って。お風呂場の方から聞こえてるみたいだけど。But... 怖いけど、でも、誰かいますか？は？待って、なんだ今のアイキャッチ。山田はもう逆枠で生き残んのかな最後の最後まで。二度目の学級裁判が終わった翌朝。僕らはいつものようにいつもの食堂に集まり、いつもの朝食会がいつものように始まるはずだったのだが、今日は集まりが悪いべ。深町と戸上っち相変わらず欠席だし、朝日奈おいどの姿見られませんな。朝日奈は腹痛らしい。今日は部屋で休んでるそうだ。珍しいですよね、いつも元気な彼女が。だから余計に心配でな。そうだよね。じゃあ集まったのはこの7人だけ？そうみたいだね。How about や that? っぱこういう時こそ議長がビシッと締めてくんねえとそんな気がした。Impossible. ダメか。石丸君は昨日の一件以来全く口を開いていない。一睡もしてないってことはその顔色が物語っていた。やっぱり大和田君のことが。仲の良かった大和田君が藤崎君を殺したという事実。しかもその大和田君が目の前であんなことになって、やっぱりそれがショックで。それにしてもこの先どうなっちまうんですかね。出口も見つからず助けも来ない状況で言ってたらますます気が入ってきた。ここで仲良く暮らせばいいだけですわ。外の世界のことは忘れこの生活を受け入れるのです。それが今の私たちの希望なのですから。そんなこんなところでずっと暮らせなんて。Well... 食料も医療も満たされてる不自由のない生活、どこに不満があるのですか？逆にお聞きしますが、外の世界には他に何があるというのですか？競争、差別、犠牲、暴力、社会が大きくなればなるほど歪みもまた大きくなる。それならばいっそここの方が下道天使、もちもちプリンセス。はい。Here we go! これでやめがちゃう。そういう山のですね、ここから犬ボーイ、銀河ジャスティスロボ。それに、とにかくここには二次元がThere is nothing to be done. そんなもんだから黒幕に突き込まれるのですよ。You know? まあとりあえずな、石丸っちがあれない以上、ここは年長者である俺が資金弁。そういうわけで今日はみんな揃って探索の日にすんぞ。探索？ I'm だって right, ほら、 right? 学級裁判も終わったんだし、 Perhaps. 新たに行ける場所が増えているはずか。そういうことだべ。今度こそ手がかりが見つかるかもしんねえだろう。Well では then. 食事の後手分けして探索だ。ストレスもそれでよいな。きっとこの暮らしをさらに豊かにしてくれる発見が私たちを待っていることでしょう。いや、手がかりを探しましょうって。まとまりかけていた話をぶち壊したのは遅れてきた彼女の存在だった。You called for me and so I appeared! 呼ばれて飛び火じゃ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 ーん呼んでない。しかもなんでフカッチじゃなくてジェノサイダーなんだべ。この学校って素敵空間よね。私みたいな殺人鬼が堂々としてられるんだもん。だから遠慮なく羽を伸ばすことしてのカサカサかけるのはやめ。次に私は戦わなければならないのよ。二重人格といえばフレイドラが軟弱な犯人設定。そんな二重人格に対する誤解を打破するために私は日夜戦わなければならねえんだよ。でもおめえ自身がそうだってこいつがいなければ生存率が 10% は跳ね上がるのに。もっと声援を、確実に最高な私にもっと声援を。なんでハサミ持ってんだろう。何にしてまずは食事にするぞ。腹が減ったら何もできないからな。さっと探索始めようか。咳が抜けてる。石丸が泣いても怒っても廃人になって石丸なんかね、殺人鬼と共に過ごす朝食、そんな貴重なかつ迷惑な食事を済ませた後、僕らすぐに戦い取りかかることになった。軽く探索したら今日終わろうかな。ここで区切るんじゃなくて。で、行ける場所確認したいわ。ちょっと待って、まず朝比奈の様子を見たいんだけど。お前昨日の夜何見たんだ？あ、そうなのね。新しく行けるとこ。
とモノクマが相手募集しなかっただけだぞ。それもそうだな。3階かなじゃあ。She's still crazy. I think she's ずっと always crazy. 3階。まず教室があるね。教室は実際普通なのか。秋田って書いてある。ちょっと待って、4階もあんのこの学校。So in the end, まだ見て金くじられてるな。脱出難しいってことだ。本当に俺は他の場所の鉄板も調べておくとしよう。なんか王がめっちゃ頑張ったらぶち破れそうなイメージあるわ。これ何？娯楽室？Let's see. 娯楽室、学生たちの休憩所のような場所らしいですよね。こんな教室があるなんてすごいね。普通の学校では考えられませんわね。オセロに将棋、ダーツやビリヤードまで。それに見てください。雑誌例も充実してるようですわよ。Isn't it wonderful? 早口のにはこと書きませんわね。Listen up! ピロリロリーン補足があるんやろよ。ファッション、バイク、格闘技、ゲーム、野球、サッカー、パソコン、いろんな雑誌が揃ってるけど、エロはないんだよ。学校だからね。カメラ雑誌のエロ気味のページで我慢してね。So then. 雑誌は新しいのが出たら順に追加されていくのですか？ Too bad! それは無理だね。僕がそうしたくても雑誌そのものが。Watch out! おっとちゃん、なんでもないよ。補足をするだけだから。バイバイ。今のモノクマさんの言葉、気になるよね。Most unfortunate. たまには雑誌を追加してもらった方がここでの生活が充実するのですが、残念です。そう。とりあえず調べるの後にしようじゃあ。キリギリ足そう。普通の教室の概念壊れる。あ、来たって書いてある。3階が開放されていた。よく見たところ、物理室や美術室などがあるようで。特に物理室には何か巨大な機械があるけど、あれは何なのかしら。物理室遠いな。美術テトゥーから行くか。美術テトゥーから行くか。これ一応美術テトゥーみたいだな。いろいろとおかしい気もするけど。美術テトゥーだけど。これは充実した設備ですな。アート精神をくすぐられます。そうか、お前関連か、美術。画材はもちろん彫刻用器具までずらりと。Yes, indeed. 2次元限定なんですが、フィギュアは別です。ギリで2次元です。彫刻刀がある、もしかして。ギリの意味がわからないけど。特にチャランボさん、バンピーヘッドさん、六本木三郎さんの作る作品に憧れていましてね。チャランボさんは筋肉で表現が美しいが、その持ち味が十分に発揮された向こうシリーズが秀逸です。バンピーヘッドさんは鉱石を代表する妖精さん原型師でして、六本木三郎さんは美麗化のフィギュアを得意とし、メカ娘の復興のために海外遠征までなさっている。いずれもフィギュア界の四天王の名にふさわしいお方。四天王って一人足りないけど。四天王では中途半端にしようが。Yes, それに indeed. 席が一つ空いてるのはズバリ僕の席のためなのです。始まる。ここから僕の世紀末覇王伝説が始まるのだ。そっか、頑張ってね。これ奥行けるね。ベタテテトゥー、ベタテテトゥーの、ベタテテベテトゥー。なんか落ちたけど。ウェイ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 。床に何か落ちてる。そこに映っていたのは信頼だけど、桑田君と大和田君、しかも彼らは笑顔だった。なんでこの写真。なんでこの3人が。誰かカメラは映像はもう一度質問だ。返してよ、それ僕だよ。突然現れた向かいにやって写真を覚えてられ、僕の視野にくれる時間は終わりを告げた。はあ、もしかして見ちゃった？でもいいでもでしょ。学園生活をエンジョイしてるっていうか、先週の1ページってやつですかね。それなんかその写真のことを答えますせん。おい、どっちだよ。ドンキがあるぞ。
二大台車か。やばだ。フィギュアの話をするときだけ早くしないみたい。モノクマの彫像が意外とできはいいけど。とりあえず、あ、これ、学級裁判終わると100コインぐらいもらえるのもしかして。だから前回あんな持ってたのか。4階はいけないね、まだね。で、ここが、ブトテティトゥわお。わ、物理室か。ちゃんと探索はしてくれてんのね、彼。何かの研究所みたいだよね。ダメだ、反応がない。返事がない。ただの屍のようだ。これか。ここ気になるな。バカでが聞くは何なんだろう。Watch out! 危ない！時をかけちゃうのそれタイムマシーンなの。すごくない？希望が峰学園の生徒が開発したんだよ。超高校級の物理研究者。絶望の末に死んだ元希望が峰学園生だけどね。タイムマシーン本当なのか？過去に戻れるのか？だったら僕を乗せてくれ。過去に戻れば、そうすれば今度こそ兄弟を止められる無理だよ、このタイムマシーンって1分しか戻れないもん。カップラーメンを1分長めに放置したなんて場合は重宝すると思うけどね。1分あれがっかりした。てか全部嘘なんだけど、タイムマシーンなんてないない。また空気清浄機なんだよ。空気清浄機でけえな。あらゆる状況下で酸素、あ、そういうこと。じゃあすげえな。気温とか重力の問題があるから実際のところ火星には住めないでしょうけど、お前らの美味しい空気をいただけるのはこの機械のおかげなんだから、いじって壊したりしないように。1分でも1分以内にまたマシーンになればいけるぞなるほどね。先にこっち側にあるなんかファクトリー。なるほどね。学級裁判でコインがもらえるのね。またガチャカチャカチャ回すあれが必要だね。じゃあね、ジェノサイダーモードかな。ここって落ち着くわ。和むわ。ホルマリンの匂いが止まらなく。I'm getting seriously excited! 疲れたい。ジェノサイダーが気に入るくらい最低な場所ってことだな。リコや車輪やレール、実験で使う器具が乱雑にしまわれてる。これかぶってるみたいです。長いこと使われてないみたいだな。これか。ビニールシートなんか便利だよ、結構。やばい、ガズライト並んでいる。あ、これモニターなんだ。薄いな。で、あとカメラか。ここで一通り見たか。あれ？もうちょっとここ調べてみよう。モニターだけ調べてない気がする。これのこと？閉まるかじゃん。え？あ、なんかあった。アニメ調の妙なデザインだけどデジカメだよな。ちょっと汚れてる。電源はちょっと入るみたいだ。これは使えそうだぞ。後でみんなに見せてみよう。
それにしてもテクストが手軽で妙な発見ばかりだったな。なんだか混乱してきたし、食堂に見にそうでしてるのはいいのかな。一旦食堂に戻ろうかな。おう。ああ、セクシーガールじゃないか。杉田さん。ヒナ。ヒナ。あれ、体調悪いんじゃなかった？話を過ぎたみんなが僕を通り越し、朝日さんの前に戻っていく。そうな朝日さんはみんなに囲まれ、気まずそうな表情を浮かべていた。ヒナ。もう大丈夫なのか？ドーナツ食べたら元気になってきた。好きだね、ドーナツ。ですが、普通だったんじゃありません？ Well... 普通のせいでお腹減っちゃったっていうか、記憶が入り乱れてるみたい。金魚は自分の腹ぐらいを帰り水出された分だけの餌を食べると言いますが、朝日奈おい殿も大して変わりませんな。Just a second! ちょっとあんたにだけはやりたくないんですけど。Well. ともかく心配したのだぞ。Sorry. ごめん。つうかさ、あんた。何よ。おっぱいでかくねえ。何それ、牛乳に相談した？貴様、朝日奈から離れろ。とりあえず、まずは調査の報告会でもすっか。だろいしまれっち。もうこいつダメだ。だそうだべ。この前は花くれかな？そういや、さっきトガミッチを見かけたべ。なぬ？どこだ？どこにいた？怖いって。どこにいた？図書室の本を大量に持って更衣室で読書してた。更衣室で読書してた。No, no, no, こんなところに隠れてやがったか。逃がさねえぞ。ジェノサイダーから逃げてんのね、トガミは。すっ飛んでったべ。大丈夫なのかな。放っておきましょう。これ誰に話しかけたら進むんだ？石丸か？やっぱりダメか。葉隠れじゃないってなるとキリギリさん。Correct. 参加には優しい物理室があったわね。その中央にも見たことないほど巨大な機械。空気清浄機らしいよ。なんでそんな漫画？そんなに大きな空気清浄機なのか？なんか意味不明だね。私から。まさか尋ねなかったけど、その代わりちょっと発見をしたよ。Could it be? またドーナツ絡みの発見じゃねえべな。ドーナツ絡みの発見ってどんなよ。That's right! 保健室、1階に保健室があったでしょ。Yeah! So then. プロテイン系はあったか。サプリ系でもいいぞ。私も探したけどなかったよ。普通薬か市販の医薬品ばっかで。I see. そうか、残念だな。残念だね。もう世界の終わりってくらい。そんなに残念なのか。3階を一通り見て回ったのはやはり床下の旅館、窓は鉄板で封じられていた。いや、話いい加減にしてほしいべ。俺の太陽と青空を返せっての。忘れましょう。小銭に落としたみたく軽く言うなって。念のため片っ端から鉄板を調べて回ったが、どれもこれも頑丈に打ち付けられてあった。So in the やはり end. 3階からの脱出難しいようだ。そうか。で、セレスさんが微妙に。そうです。皆さんに朗報ですわよ。3階に娯楽室の教室が存在してました。ここでの学園生活がより一層充実すること間違いなしですわね。どうですか、今度オセロでもご一緒しましょう。で、ちょっと見えないけど。3階にはベドトテトゥがありましたな。しかもいろんな設備も充実していましたので。これでアニメキャラを制作し放題ですぞ。アニメで思い出したんだけど、その時にこんなもの見つけたんだ。Perhaps. デジタルカメラか。みたいだよ。使えるんか？これ大丈夫みたいだよ。You know? ドロドロ貸してみ。 What the なんでこれ heck? おもちゃ並みの低スペックだべ。画像は5枚程度しか保存できねえし、セルフタイマーもついてねえぞ。それにしても微妙なデザインですよね。何ですかその妙なアニメキャラは。失礼なゲド天使もちもちプリンセスのプリンセスブートだぞ。名前知ってるも何もこのデジカメアニメ化決定イベントのビンゴ大会で1トン当てたものを海に与えられたという超レアもので、僕がその当選者に大金を積むことでようやく譲ってもらったという一品。僕のじゃねえか。どこにあった？物理室に置いてあったけど、宝物だからこの学校にも持ってきてたけど、初日に携帯とかと一緒になくなって。Let's see. そんなものがどうして物理室にあったのでしょう。 However, うわ、このデジカメ、いつの間にかすっげえ汚れてるんですが、コレクションしてたシールを勝手に貼られた気分、もしくは買ったシャツを先に他人に着られた気分。もういいや、いいって汚されてしまった。もういらねえよ。さっきまで大事だって力説してたのに。でしたら私が預かってもよろしいですか？何かに使えるかもしれません。もしデジカメを使いたい方がいらしたら私に声をかけてください。まあデジカメを使う機会なんてそうそうないと思うけど、でもそうだね。それで一人目の話を聞こうかな。最後に僕からだ。
What? 気になるもの。3階の美術倉庫で変な写真を見つけたんだ。結局はモノクマに持ってかれちゃったんだけど。変な写真ってエッチいやつそういう変じゃなくて、その写真には桑田くんと大和田くんと藤崎くんが一緒に写ってたんだ。Why? あの3人が。しかも3人とも笑ってたんだ。あの3人が笑って写ってるなんて、そんな写真いつの間に撮ったのでしょうかね。しかもそれだけじゃないんだ。その写真に写った教室の窓には鉄板がなかったんだよ。Well then. ではこの学園で撮った写真ではないと。 Let's see. ですがあの3人が学園に来る前から知り合いだったなんて話は聞いていませんわ。きっと幻ですがな、モノクマに邪眼でも使われて。いや確かに見たんだって。この学園に来たんでも来る前でもないんだすると、じゃあその写真が撮られたのって、 How about that? 実は3人とも生きててこっから出た後に撮ったんだべ。 Is that right? それはないわ。だって自分たちの目でしっかり確認したはずよ。彼らが殺され、そして処刑されていった姿を。いや、あの3人だけじゃない。モノクマにやられた江ノ島さんも、それに前園さんも、僕らが見たものは幻でも何でもなく、間違いなく現実だった。みんな間違いなく死んでいた。生きていたなんてありえないほどに。なおさらあの写真はいつ撮られたものなんだ。モノクマが捏造したのでしょう。それ以外には考えられませんわ。そう、やっぱりそうだよな。忘れんべ。モノクマのいたずらなんか気にしてもしゃあないって。その通りですわ。それにそれ以外にも気になることがありますしね。そちらの件も確認しておかなければならないでしょう。なんだいなんかガールフレンドに元彼がいるとなえるタイプだ気になること。保健室 Actually. 朝日奈さんの件ですわ。私普通で体調不良というのは嘘なんですよね。ことは何があったのですか？個人差はあると。人は嘘をつく際、何らかの特徴的な仕草を見せるものです。それは隠そうとして隠しきれるものではありません。Is that okay? 朝比奈さんは嘘をつく際、鼻の頭が赤くなるのです。本当？嘘ですわ。Oh. ですが今あなたは確認しましたわね。ということはやはりずるいよ嘘をつくならもっと徹底的にやってほしいものですわね。Hina. 朝日奈、正直に言ってくれ。普通というのは嘘だったのか？I see. なぜ嘘なの？ That's it. 何かやましいことでもあるんだろう。 Just a second. そんなんないよ。 But それには理由があるんだよ。理由？間違えたごめんね。 sorry. 本当は普通なんかじゃないんだ。本当のこと言っても信じてもらえないと思って。Well, 言っちゃったの。幽霊。幽霊ってあの幽霊のこと？ Hey, 何があるの？幽霊なんてそんな。What the heck？ やっぱり信じてくれない。そういうわけじゃないんだけど。Hina. 我は信じよう。この連中が何と言おうと我だけはお前の言葉を信じよう。だから詳しく話してくれないか？さくらちゃんがそう言うなら話すよ。 so, 知らないようなことなんだけど。なんか寝つけなくてさ、今までのこととかいろいろ考えてたら急に怖くなっちゃったんだ。これあれかな、このシーンで今日はこれでいいかって思う紳士がいるのかな、やっぱ。気分転換にドーナツでも食べようかなって。またドーナツ？しかも夜時間のルール無視ですか？セレスさん夜時間こだわるな。 sorry. ごめんなさい、反省してます。 Hina. 話を続けてくれ。 But 倉庫にドーナツを漁りに行こうと部屋で、あ、倉庫なんだ。なんか変な音が聞こえて。well, その後はお風呂場の方から聞こえてたから、それでお風呂場に行って、歯磨きになってロッカーの扉を開けたら、青い光に包まれた人影がぼーっと、あの人影確かに藤崎ちゃんだった。Say what? いるけど、今日はこれでいいか。さくらちゃんとセットでいける。あんのかな、ピクシブとか漁ったら、大神さくらの R18 探してみるか、後で。ありえねえって。幽霊なんて。Honestly. 幽霊なんて非現実的すぎますわ。何かの見間違いに決まってます。大抵の場合がそうであるように、あなたの心理状態が見せた原因でしょう。 Well then. 確かめに行けばいいだけだ。朝日が見たものは何なのか浴場に行って我らの目で確かめてみればいい。時間の無駄ですわ。でもさ、行くだけ行ってみない？何もなかったらそれで済む話なんですさ。幽霊を見に行くんか。大丈夫、呪われる。今朝タイムだぞ。じゃあ待ってりゃいいじゃん、一人で。一人はもっといいやつ。それって hey, どうするの、セレスさん。 There is 仕 nothing 方 to があ be りません done. よね。閉まる気がするなど、どうしますか？ここで待っていますか？ Oh. 待っているそうです。
あ、そっか。何がネタバレになるかわからんから、クリアしてから。そうね。探せないようにしてるからね。So, このバツイチャで見たんだよ。なんかゾワゾワしてきたべ。Come on. エコ。降りてきたらどうすんだ。どのあたりでさっきの例を見たらな。well, なんか音が聞こえてロッカーの扉開けてみたら、そしたらぼーっと青白く光った藤崎ちゃんが、ロッカー。ロッカーの中にパソコン Hey, 見覚えがあるわね。前に図書室で見つけた。ノートパソコン。so 電源を入れても起動しない。図書室なんてノートパソコンがどうしてこんなところに it would seem 3コードだけど電源が入ってるみたい。藤崎千尋が直したのだろう。あいつも超高校級のプログラマーと呼ばれる天才の一人なんだからな。 Then perhaps 青白い光がぼーっと浮かび上がっていましたが、ディスプレイの光を幽霊と勘違いしたわけではありませんよね。あなたの目は節穴のみで構成されているようですよね。セレスさんきっつ。やれ危ないところでしたな。僕がドジっ子属性だったら惚れているところです。ドジっ子属性じゃなくて本当によかった。ロッカーの中にパソコンが置いてあるなんて思わないじゃん普通。Hey, come on. 違いぐらい誰にでもあるべ。実は俺も以前グレー型宇宙人とオタマジャクシを見どういうことだろうな。What are you saying? バカなたと宮地が一緒にしないで。 Don't be mean. 慰めてやったのにひでえぞ。俺が立ち直れなくなったらどうすってべ。どうしてだ。なんでパソコンなんかあんのかな。そうだよね。 in other words 誰が隠してるのかも。 But の割には簡単に見つかってるべ。 wrong. 私たちから隠したわけじゃないわ。 Hey, この脱衣所と他の部屋との違いに監視カメラがない。 yes, it's me. はあ。はい。 It's true. ただの青い光じゃなく、青く光る藤崎さんだったわよね。 Hey, ノートパソコンもう少し詳しく調べてみた方がいいかも。はい。全章まで薄かったプログラマー要素。本当だよ。藤崎が生きてる間になんかプログラム関係の謎解きあんのかなと思ってたのに。so then 解除してみましょう。すぐのアイコンがずらりと並んでいる。 Hey, 左端にあるアイコン。アルターエゴ。別人格。創作の分野なので意図的に異なる人格を演出するために作られたものを指す場合が多い。ペンネームみたいなもの。 Makoto. 場所を買ってもらえる？画面上の紙、アルタエゴがある。You really came. ご主人様。oh no! Calm down. What? Anyway, 会話してるのわからない。あなたは何者？ Hello, nice to meet you. I'm Chihiro Fujisaki. すげえな、藤崎。縄文生もまるっきり。I knew it. これ藤崎がやったってこと？すげえなそれ。 That's right. パソコン上に常駐し対話作業を繰り返すたびにそこから情報を得て成長していく人工機能、サポートベクトルマシンや強化物質を取り入れ、それを藤崎千尋の手でさらに発展させることで作り上げた画期的な人工知能。 It's true. 簡単に言えば機械の学習方法といったところでした。詳しくはググレカスですね。 In other words, この人工知能が成長を続ければ単なるサポート役どころか、それが本人に代わってあらゆる作業をこなすことも可能になると言われてるわ。だからアルタイゴですが、家で見ようとさん記憶を得てそこから思考を重ね成長していく。そのプロセスはまさしく人間と一緒。そうやって育て上げた人工知能は自分の分身とも言うべき存在になるでしょうね。 I see. 物忘れも衰えることもない完璧なもう一つの人格。それが彼の作り出したプログラム。それがこのアルタエゴ。よく知るね、そんなことまで。 Are you okay with this? 彼は図書室のノートパソコンを修理し、そこに自分のプログラムを構築したということですね。黒幕の目につかない脱衣所にこっそりと持ってきた。それにしてもご主人様ですか？そうですか。これは燃えますな。山田町二次元降りて設定だべ。立派な二次元じゃないですか。男だべ。つか人工知能だし。 I feel その程度はノープロです。 I mean その程度ね。 Anyway, もう少し彼と対話してみましょうか。そういうのキーギリさんがリズミカルにキーボード叩いて。
どこまで知っているの？ Master, ご主人様が一通り教えてくれたけど、 Well. なんだか大変なことになっちゃったよね。何こんなことに巻き込まれちゃってさ。すぐにキリギリさんが新たな質問を返す。あとどうしてここにいるの？ that's right. ご主人様が僕を使って何をしようとしてるのかということだよね。それはね、このパソコンのハードディスクにあった膨大な量のファイルの解析、この学園に関する資料だと思うんだけど、それがびっくりするぐらい厳重なロックでちょっと時間がかかっちゃってるんだよね。 Master, だけどご主人様はきっとこう思ったはずだよ。それだけ厳重にロックしているということは、ここには何か秘密があるはずだって。例えばこの学園の秘密とかね。まず声を漏らすのと僕とは最終的にキリギリさんの次の質問を飛んでくる。どれくらいでロックを解除できる？ that's right. もうちょっと時間がかかっちゃいそう。 Leave it to 絶 me. 対なんとかするから任せてよ。 I see. 膨大な時間を要する作業だからこそ、それにアルターエゴを使った。なるほど、明暗でしたわね。おかげで彼が死んだ後でも作業が滞りませんわ。引き続き頼むわ。黒幕に知られないように気をつけてね。 That's 大 right. 丈夫、いざって時の秘策も用意してるし。実はウェブカメラでそっちの様子が見えてるんだ。だから安心人が部屋に入ってきたら大声で助けてーって叫ぶから。全部原始的な秘策だね。 Yes, indeed. ですがそれだと昼の時間帯はともかく夜時間が心配ですわね。 Are you okay with this? バスは完全防音なんですわよ。それぞれが個室に入った後ではいくら叫び声が上がっても気づくことができません。夜時間はみんなで交代しながらこの脱衣所の見張りに来る。 However, 交代しながら脱衣所に人が入っていったら黒幕に感づかれる危険性があるわ。だったらどうしよう。 so then, 夜時間の間、私の部屋のドアを開けたままにしておくわ。そうすればアルタエゴの叫び声を聞き逃さないはずよ。 But だけど夜時間にドアを開けっぱなしって、 it's true. そうね、私を殺すチャンスかもね。 However, だけど私を殺せるかしら。私はそう簡単には死なないと思うわよ。いいきっと。すげえな。最初から戦場で生まれさせて。 So, 僕からもちょっと質問させてくれる？さっきからご主人様の姿が見えないんだけど、やっぱりご主人様は。うん。 okay そっ then. か、やっぱりね。でも僕は最初から分かってたよ。ご主人様がこの状況下で生き残れる可能性が極めて低いってことくらい。だから覚悟はしてたよ。なんだかかわいそうになってきますな。もう一人の自分を失うなんてどんな気持ちなんだろう。気持ちなんてありませんわ。所詮ただのプログラムなのですから。そうなのかな。 shall we go? とりあえず今日はこれからにしておきましょう。あまり長いすると黒幕に感づかれてしまうわ。これ、更衣室でもよかったんじゃないのつうか。また後でこれは。うん、また来てね。約束だよ。じゃあね。could it be? You know? いや、このパソコンをネットワークに接続できねえかと思ってよ。そうすれば外に助けを求めれると思ったんだけども。だけど、ここって脱衣所だしネットワーク環境なんてないでしょ。 Well? だからこっから持ち出してネットワークに接続できる場所で。そんなの危険すぎる。車がにすぐ見つかってしまう。そりゃそうだ。あ、更衣室カメラあったっけ？そっか、更衣室カメラあんのか。半分くらい脳科学の分野に足突っ込んでるよ。すげえよな。これが挟まっちゃった GPT 君ですか。やばいな。藤崎、アルタエゴにご主人様と呼ばせる癖の持ち主だった。癖 Indeed. でも気を貸すよりパソコン内のファイル解析で進めてもらいましょう。何か手がかり見つけられそうだし。遠回りな気がしますが、力ありませんね。Of course. とにかくしばらくはアルタエゴの作業待ちということだな。You know? そんで、とりあえず行くとしますか。 It's true. そうね。じゃあね、買ってくるからね。こっちだよ。約束するよ。お飲みくよ。はい。そうですな。僕らの水上ということでした。石丸大丈夫かな。すごくない？なんだかんだで私ってお手軽じゃない？そうそう、あれその声を聞きつけてくれるように。朝日奈の活躍により彼女のレベルが上がった。何がお手柄？モノクマ？お前らずいぶん上機嫌じゃん。なんかいいことでもあった？別になんでもない。内緒話？卑怯だぞ。独占取材を要求する。却下超却下。大体あんたに関係ないでしょ。関係ってあの関係？どういう関係よ。いやらしい関係だって。あんたが先に言ったんじゃん。私たちは久しぶりに大きなお風呂で羽を伸ばそうと相談していただけですわ。え？ですが困ったことにお風呂は男女別に分かれていませんでしたので、男女のどちらが先に入るかでじゃんけんで決めることになったのです。それで朝日奈さんが勝ってそれで喜んでいただけですわ。そうなんだって。というわけだからさ、男子は食堂に戻って、それこれからゆっくりお風呂に入るんだから。しょうがないな、分かったべ。では女子の皆さん行くとしましょうか。
さすがセレスさん。Damnation! ちっけしょ、じゃんけんで負けた俺の一番風呂が。明日こそ一番風呂ゲットすんべ。僕ら食堂に戻ろうか。ちょっと待った、おかしくない？それって絶対におかしいよね。おかしいって何が？だってさ、これって覗きのチャンスじゃん。こんな大チャンスを逃そうっての？それは一理ある。だからおめえが二次元降りて絶対どこ行ったんだって。素直に僕の言うこと聞いておいた方がいいと思うよ。こんなチャンスをそうそうありませんぞ。男のロマンってやつですよ。僕はもう一人の自分に問いかけた。モノクマの言葉通りにだいぶ待って。いや、ちょっと待って。待って。苗木苗木 But... 苗木長くるものと無駄な死は死んで戦う。ここはもはや敵地ですぞ。この先が大浴場。そこにめくる大浴場が。ちょっと待って、マジでやんなきゃいけないこれ。ちょっと待って、区切りだけ分かんなくなっちゃった。自由行動時間になったら区切ろうと思ってたのにこんな時間になっちまったよ。他にバレたら霊界で魂の修行だね。マジでか。なんと言いますか、何かをやり遂げた後っていうのはすがすがしい気持ちになりますな。悪くないな、3次元の。ちょっと待って、深川が空飛んでたのが一番気になっちゃった。深川じゃねえんだけどな、多分ジェノサイダーの方なんだろうけど。それにしても驚いたべ、リアルな話。大がって女だったんだな。これでよかったのかな。まあよかったことにしよう。僕も見ちゃったわけだし。食堂の外から声が。You got it! なんかごめん。This is fine. なんかごめん。Indeed. なんかごめん。Of course. 風呂上がりのプロテインコーヒー。なんかごめん。残念ですがそんな時間ありませんよ。So in the end. だと思っていたぞ。あれ Actually, そろそろあなたが何か仕掛けてくる頃ではと。 because 性格の悪いあなたが少しの楽しそうな姿を見て放っておかげないものね。なんだかひどい言われよう。 My entire existence! プレゼントを持ってきてあげたってのに。 Well now. 気になっちゃう？だったら体育館に行ってみねよ。そこにプレゼント置いといたからさ。 See ya. 迷わず行けよ。行けばわかるさ。視線が吸い込まれる。今度は何を企んでるんですか？きっとまた始める気なんだわ。例の動機がどうとかを持ち出して。いやでももう行きたくないよ。俺もすっかりトラウマだべ。 however, 朝に割れたエゴがある。きっと彼が手加減見つけてる。だから今は correct. 耐えましょう。何があっても。ワープしちゃった。もう二人がすでに What? お前らに待たせられたわな。重機の使用が認められたら前をずっていたぞ。待って、深川が早いのなんでだよ。お前らが遅れてたのは二足歩行を忘れたからか。いいか、右足と左足で交互に出して進むんだぞ。あなた相変わらずそれに引き換え戻ってる。あ、ネクラに戻ってる。大きなくしゃみをしたと思ったら急に元に戻った。くしゃみしたらネクラ実覚に変わるってギリギリすぎる設定ですな。人のことをネクラって全員おみくじで大吉引いた後みこしの下敷きになってぐちゃりと死ねばいいんだわ。毒舌の時だけは下が回るんだね。Well. 多分これで全員揃ったわけだな。 So then, じゃあそろそろね。なんだ You guys? このモノクマの演説終わったらちょうどいい区切り時になるかな。 What?
さっさと言え、次はどんな動機を用意したんだ？ However, 何をされても我ら屈せぬぞ。 Okay. もう絶対に負けないんだから。 Come on! 構えなくていいって。今回はね、趣向を変えてみたのです。今まではお前らを追い詰めるような北風ピューピューばかりだったけど、たまには温かい太陽も必要だと思った次第です。Without further ado, I give you Without further ado, this! This! $10 million! Many, many money! I prepared this graduation present for whichever lucky student makes it out of here alive. What do you think? It's 10 million bucks! 10 million smackaroos! It's like totally wowie wow wow, am I right? それは金 Many, many money! That's a lot of money! 100億円なんて桁が想像つかないだよな。少なすぎるな。It's true. 確かに動機としては定番中の定番ね。ミステリーの世界でも現実世界でも。だけどさ、今更お金なんかのために仲間殺したりしないよ。of course. 人の命は金では買えぬのだからな。100億円なんて額がリアルな話、実感わかるし、お前1億で水晶玉買ってなかった？アイス5000万だっけ？みんなの言う通りだ。100億はなんだろうと。いや、お金だけじゃない。この時お前が何をしようと。僕らは仲間同士でこれじゃったりなんかしない。お決まりの強がりはもういいよ。せいぜい楽しい共同生活を心がけるんだね。人の言葉と舞台上の体験を残して物が勝っていった。大丈夫だよね。皆のために仲間を殺す必要はできないよね。もう前回の教訓を忘れたのか。自分の基準と他人の基準は違うんだ。誰かいるんじゃないの？お金に困ってる人が。私はギャンブルで10億円以上稼いだ身だし生活に不自由はしていませんわ。山田はどうなのよ。僕は売れっ子同人作家様ですぞ。コミックや DVD 買うからには困ったらな。じゃあよせ、金なんかのために疑心暗鬼になるのも醜いことこの上ない。醜い心配なの無用だ。こいつも金持ってるしな。あれ結構みんな金持ってんだじゃん。それがこのゲームなんだからな。でもね、石丸が壊れたのがちょっと気になってんだよな。This is a school announcement. It is now 10 p.m. As such, it is officially nighttime. Soon the doors to the dining hall will be locked, and entry at that point is strictly prohibited. Okay then, sweet dreams, everyone. Good night, sleep tight. Don't let the bed bug bite. もうそんな時間なんだ。Hey, 解散する前にもう一度言っておくけど、今晩から私の部屋は開けっぱなしにしておくわ。アルタイゴに変があった時のためにね。けどドアが開いてるからってむやみに私の部屋に近づかない方がいいわよ。because 間違って返り討ちにしてしまうかも。だからちっちゃい声だけど、風に力のためだ。You know? とにかく今日のところは部屋に帰んで。 How about とにか that? く金のことなんて考えんじゃねえぞ。だったら解散だべ。でいいよな、石丸っち。あ、そうだべ。眠りついた。石丸な、どうなんだろうな。なんで自分で壊したかった？ちょっとそれもあるな。ちょっとそれもあるな。みんな見えるか？この赤ちゃんが瞬きする時のテクスチャーの動きが四角いあれで囲われてるの見えるか？テクスチャーの動きのあれが見えるぞ。あの境界線。赤ちゃんってずるいよね。名前にちゃんなんてつけちゃってさ、もう最初から可愛いって認めちゃってるもんね。それなら僕だって名前をモノクマちゃんにしたいよ。これだけで可愛さが1割程度アップしたでしょ。そうだ、世界にはちゃんが足りないんだ。ちゃんがあれば世界が救われるんだから、いくらちゃんみたいになってきたな。ちゃん、犯罪者ちゃん、戦争ちゃん、環境破壊ちゃん、交通事故ちゃん、遺産相続ちゃん、デフリちゃん。 The darkest subject can suddenly become brighter. Our dreams are expanding, ding ding. ちゃん、バブーっつって。まあ、区切り時かな、この辺が。自由コードだね。 Good morning, everyone. It is now 7
a.m. and nighttime is officially over. Time. Get ready to greet another beautiful day. オッケー、自由行動となりました。自由行動ってあれもないけど。これさ、ちょっと待って。いいや。あ、いいか、1時半。いいか。今セーブしたよね、でもって。毎回セーブちゃんとできたかどうかが不安になる。はい。おーす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 。まあ、今日はほどほどに喋ってあれするけど、モノクマと、モノクマとさっき会話してた仲間らしき人物、江ノ島かなーって思ってるんだけど。違うのかな？ちょっと一回ドア開けてくるね。防音室の。よいしょ。よし。いい感じに難易度上がってきたね。ね。でも意外となんとかなるな。やっぱ藤崎男の子だったな。藤崎男の子だったし、なんか大技のエピソード気になったし、で前回の私の勘は意外と信用してよかったな。大技が殺されるんだと思ってたけどね、逆に。あんな大勢の目の前で大量の槍に刺されて生きてるってマジわかんないけど。中国さんコミコミお久しぶりちょうど今終わったところですけど。16人目にモノクマと話した人物気になるよね。16人目じゃないんだよね、あれ。16人目のことをわざわざ聞いてたってことは。16人目は別でいるんだろうけど。いやー。なんかすげえ江ノ島な気しちゃうんだよな。わざわざ舞園が殺された後に動いたあたりで常識人だから大和田がさ、一回モノクマ手かけようとして爆発したのを見てるわけだし、そもそも爆発じゃなかったわけだし、あの槍。その辺がなんかちょっと疑わしくなってきた。生雨傘は失礼な。生雨傘。生雨傘、それはそれとして言いにくいな、生雨傘。そうね。まあね、弾丸論破、リスナーのおすすめでマシュマロとかに来てて、弾丸論破やってみそうってなって、で、今までこう、配信サバイバルホラーとかばっかりだったから、弾丸論破こんなゲームが私の金銭に触れると思ってるのかぐらいの気持ちでやったらね、意外とハマった。意外とハマってる今。ちょっと面白いわ。意外とモノクマの仲間、山田だったらどうする？ノリは似てるけど。触れるだろうな。これ前の雑談つうか前のあれでも話したんだけどね、強いて言うならね、殺す側に回りたかったなってぐらい。謎解きは謎解きで面白いんだけど、その殺す側に一回回ってみる、それに、体験してみたかったよね。一回そのルートとかあってもよかった気がするわ。さあ、そんなこんなで1時半過ぎちゃったから、ちょっとぼちぼち早めに区切るか。いつも1時に終わってるから。明日お仕置きには不満そうだったけど、大和田のお仕置きあれちょっとさ、さすがにちょっとさ、ぬるくない？いや、桑田ん時
時はさ、いや、桑田の時はさ、もう複数のボールでさ、ボコボコにされて、さぞかし骨バキバキで内臓ぐちゃぐちゃでっていうのがさ、わかるけど、大穴は、あれは、バター落ちでしょだって。ぬるい。ぬるい。ですの表現としてぬるい。ペーストになるレベルで遠心力かかるってリアルに考えるとぶっ飛んでる。進撃の巨人でさ、進撃の巨人ってワイヤーでさ、こう進むじゃん。で、ワイヤーを巨人に掴まれてさ、それをブンブン振り回された結果さ、体が引きちぎれる演出あったと思うんだけど、進撃の巨人。進撃の巨人、当時友達からさ、借りた漫画読んだだけだからさ、うろ覚えなんだけど、そんなシーンあったよね、確か。女型の巨人の時だっけ？そんなシーンあったよね。遠心力で死ぬのはね、あんぐらいやってもらわなきゃ困る。困る。あんぐらいやってもらって初めて遠心力ですってなる。遠心力ですはね、あんぐらいこう、引きちぎれてほしい。だって、大穴、だって、血の一滴も垂れてなかったでしょ、だって。マジで。あるね、あるよね。なんかすごいうろ覚えだけど、人間バタがしっくりこないのはわかる。ぬるいのじゃ。リヴァイハンあたり。リヴァイハンなのあれ。わかんない。もう、本当に進撃ちゃんと見てないからわかんないんだよね。仕方ない。虎がぐるぐる回るとバタになる。まあ、それはね、あれって童話なの？逸話なの？詳しくはないけど、まあ、そのエピソードがあるのはね、ちょっと知ってる。ちょっとお水飲むね。お水ずっと飲んでねえわ。次は誰が処刑されるかな。でも、そういう意味ではね、藤崎が貼り付けになってたのはね、すごい好きだよ、マジで。実話なのあれ。実話なの？虎が回ってバターになるっての。あれ、詳しく調べたことないんだよね。どういうことなんだろうとはなるんだけど、そんなに興味がわからなかった、その当時。初めてその話をしたときに。藤崎が貼り付けになったあたりは好きだし。あれなんだろうなぁ。深川死なねえんだろうなってなんかちょっと思った。勘だけど、根拠ないけど。あのキャラ最後まで残るんだろうなってなんか感じた。何人生き残るまでやんのこれって。主人公一人だけ？なんか主人公が死ぬ展開も面白そうだけどな、最後の最後で。だからね、私はね、だからあれなんだよ。キリギリさんとセレスさんの、死に目を見たいんですよ、私は。とっとと。歪んだ愛情かもしれないけど。黒が卒業なら一人残る。なんか卒業じゃない気がしてるんだよな、シナリオ的に。そんな単純な話じゃない気が話じゃなくなってきた気もする。で、ジェノサイダーが、いや、深川、最初結構脱落早いのかなって思ったけど、あの感じ、なんかね、てか、戸上と深川で一悶着あったけど、さっきの裁判で、一回嫌疑かけられたやつが中盤で退場するケースって、珍しい気がすんだよな。少なくとも終盤まではいる気がするんだよな。大木くんにはキリギリさん愛してほしい。わかる。こう、自分の手で、キリギリさんを愛す展開欲しいよね。私はもう、キリギリさんとセレスさんの死に目を見たいっていうモチベーションで今、続いてるようなもんだからね。マジでよ。歪んだ愛が
歪んだキル愛が、デス愛が。やっぱね、その死ぬ瞬間がやっぱ美しいっていうのがあるからね。やっぱ、ジェノサイダーはね、逆にね、最後まで引っかき回してくれる気もするなぁ。だから、これはもう本当に勘っていうか感覚なんだけど、ジェノサイダーは自分の流儀以外の殺しをしないような気もする。その、貼り付けにして、ハサミ使って、血みどろフィーバーで殺すやり方以外の殺しをわざわざ今後しないと思うんだよな。それもブラフかな。そう思わせる、あれかな。でも、彼女が本当に、そういう一面のサイコパシーなんだったら、私はそのサイコパシー度合いを信じたい。故に、多分そんなに、殺しの安売りしないような気がすんだよな。やるとしても戸上と一悶着なんかある時だろうな。確実にターゲット戸上だもんな。もし、その流儀で行くんなら。皆さんは愛人を犯した数だけ太ももに正の字を刻んでるとそうなの。最高の謎の信頼感。私ね、ジェノサイダー逆に信用できる。すっごい信用できる。信用できるっていうか、これも騙されてるのかもしんないけどね。私ね、今後ジェノサイダー、わかんない。深川の一面が出てきたらちょっとわかんないんだけど、私も。ジェノサイダーとしての、あれはしない気がすんだよな、今後。あと、戸上もね、そう簡単にはいかない気がすんだよな。露骨なやり方はしないよね、戸上ここまで来たら。最後まで様子見ると思うな、戸上。まあ、朝比奈編が来てるからね、なんとなくね。朝比奈編が来てる感じはする。朝比奈王が、長暮れかなぁ。いや、違うか。山田か。カメラの件で。さっきから戸上も深川も愛される側を想定されないのくさ。あいつらが愛されるシチュエーションある？つかねいやーまあ、もうわかんねえか。ここまでじゃちょっとあれか。わかんねえな。でもね、なんかねあんだけ単価切ってるキャラが、いや、どうなんだろう。中盤で退場するとしても終盤な気がするんだよな。葉隠れ、山田、石丸、朝比奈、王が、なんか、苗木と、キリギリと、戸上と、深川が、最後まで残るような予感がしてる。完全に勘。完全に勘っていうか、まあ、妄想に近いけど、これ。ダブルデート状態。そう。実は最後の最後生き残るのジェノサイダーとかいうオチある？もしかして主人公じゃなくて。なんかそれはそれで面白いんだよな。そのシナリオだったらめちゃめちゃ面白いけどな。そのシナリオめっちゃ好きだな。そうなったら、ジェノサイダー一人勝ちシナリオとかがあったら、私はあれいいな。主人公も死ぬ展開あったらめちゃめちゃ面白いな。
そのシナリオがあると信じていこうかじゃあ。ジェノサイダー勝ち残りシナリオ。あるかもしんない。わかんない。ワンチャン。いろいろ展開がはかどるよね。そう。はかどる。そういうことでね、2時になっちゃうと明日に響きそうだから。ということで、今日はあれだね。紳士の皆様は、朝日奈さんのパンツで、ね、ちょっと今日はこれでいいか状態になってもらうとして、ということで、next dream! Tomorrow. I mean today. Sunday. ナイキとジェノサイドの二人生還とか、そう。あるかもしれない。なのでね、明日また続きやっていくんで、明日日常パートやってまた火曜日に裁判パートになるかもしれない。ということで、tomorrow, Sunday! Alright? ということでね、続きやってくんね。こんな感じで、ありゃっしゃー！ねぐれ皆さん遅くなりましたが、みんなも早く寝るんよね。おつみずみでした。おつみ